ミトでました。はい、ミト、はい。ちょっと、もう一回最初から。あ、久しぶりにミュートゲーしたな。やっぱちょっと久しぶりに配信しちゃうと元通りになっちゃうんだな。Do you believe in magic? テレビ大学英語教師のピチリューペです。配信始まってたのになんでこんなにギフト飛んでるんですかって、言ってたんですけど、ミュートゲーしてました。I guess if I don't stream for a long time, I just go back to where I started from. そ
surprised it didn't happen yesterday. I think yesterday I was like, okay, it's like my first solo stream of the year. I'm ready. And then today I was like, we're back to normal. And I was like kind of relaxed and stuff. ギフトたくさんありがとうございます。始まってないのに。関さんギフトありがとう。やいやい様もありがとうございます。フャリーダさんもありがとうございます。チケトキさんもありがとうございます。It's nice to hear you again. Oh, thank you. It's nice to see you too again. Hope you've been well. つい波を見つけて配信が始まってないのにまだ時差ボケが全然治ってません。やばいです。まあ、時差ボケなのかわかんないや。ただただたくさん寝ただけで時差ボケみたいになってしまったのか。Just passing by to say hi, gotta go to sleep. Oh yeah, no worries. Thank you for stopping by. Good night, good night. I'll see you again soon, hopefully. Sleep well, you need to sleep well. そういう流れかと。まあ。うわ、字幕がすげえことになっておりますね。OK。今日はですね、昨日の配信を見てくれた方は、もう知ってると思いますが、昨日は、のぴが一人でやったことを日本旅行中に一人で、一人というか、テラメタルがテラメタル、こんのぴ英語覚えてる？we'll see. I'm still getting used to it. Like, my mouth and my brain is still adjusting. My brain and my mouth is still adjusting. But I didn't completely forget it, so that's okay. 昨日が、のぴが、テラメタル学園関連の人なしで、のぴの完全にプライベート。テラメタル学園関連じゃない系のものを全部昨日話したんですよね。で、今日は、たくさんね、話すことがあるから、もう20日間以上日本にいたから、分けた方がね、配信見る人もアーカイブ見る人もね、見やすいかと思って今日は、テラメタル学園関連系の話を主に話していきたいと思います。はい。めっちゃ噛んでます。はい。ちょっとね、また配信者初心者語呂がいい。配信者初心者になので。はい。じゃあね。でね、スパチャ読みもします。スパチャ読みは、どうしようかな。そのオフコラボ配信の話をしてる時に、その話をしたら、その後にやろうかな。なんか流れ的に、多分スパチャ読みながらも、思い出すこともあると思うから、多分、そうやって間に入れてきます。はい。じゃあ、まずは、日本行って一発目が、そう、夏目さん家のお家に訪問した時ですね。ちょっと待って。夏目さん家のお家でね、その思い出のためにね、お写真を撮らせてもらったんだけど、さすがにね、それはね、配信で載せない方がいいので、夏目さん家のさ、ホームツアーあったじゃん。夏目さん家、ホームツアーのね、動画のタイムスタンプで話してきます。ルームツアーの、動画のね、動画のタイムスタンプでここみたいなこと言うから、夏目さんちのファンの方がいる方はね、ここの部屋の話してんな、みたいなのでね、その動画のタイムスタンプを見ながら、お話ししましょう。はい。配信者初心者はリスナー側のタイトル？どういうこと？配信者初心者？配信初心者か。のぴは配信初心者か。そういうことか。そういうことね。そういうことか。確かに。
ですね、まずは、お家はね、皆さんルームツアー見たことある方はね、もうほぼあのまんまです。ちょっとね、なんか飾りとかが増えてたりとかしてる感じなんだけど、あのまんまで玄関入って、のぴもね、ちゃんとね、夏目さん家のお家に伺うって話が決まったのが、だいぶ前なんだよ。やっぱりお忙しいから、そのスケジュール開けてもらわなきゃダメだから。で、決まった途端に、もう、よし勉強だと思って、予習しないとと思って、夏目さん家のね、ルームツアーの動画をね、めっちゃ見て、で、そのお土産を買うときも、なんかどういうのがいいかなってめっちゃ、調べるときにも参考にさせてもらって、結局、そのお家に飾るものとか何一つ買ってないからそれは意味なかったんだけど、全部大体食べ物とかお菓子とかだったから。こんなぴ今からね、ちょっと夏目さん家に訪問させてもらった時のお話します。夏目さん家のね、ルームツアーの動画の、このシーン、ここのタイムスタンプです、みたいなね、話をしながらします。あれそういえば、お二人の作業部屋、ちらしか見なかったな。なんか、あれ見たっけ見たっけ見てないかもしんない。もう何がなんだかすぎて、もうテンション上がって、あと緊張もあってさ、もうじっくり見たいけども見れないみたいな気持ちすぎて、見なかったよ、そういえば。撮影部屋は、やっぱり有名なね、お二人が絵描いた壁があるから、ちょっとひょこって入って写真壁撮らせてもらって、やった感じなんだけど、実際の作業部屋は、入ってないかもしんない。見てないかもしんない。もうね、いらっしゃいってみんな、結構さ、4人いっぺんに来るからさ、で、夏目さんちもさ、わーみたいな感じだからさ、どうぞみたいな感じでさ、2階にね、上がらせてもらったんだよ。2階のソファーがある部屋ね。よくチーナッツさんとかが撮影してるお部屋あるじゃん。あそこにみんなで座って、いろいろご飯用意してもらって、みんなでずっとおしゃべりしてたんだけど、部屋で、どこだっけね、動画今見てるから。どこだあれ1階の廊下にさ、棚があるじゃん。ここだ。僕、出てた。ちょっと待ってね。あった。18分10秒のとこにね、リビング裏の収納のところがあると思うんだけど、そこの裏にある棚の、どこの棚、確かね、動画の中でも映してた。18分15秒の18分15秒に映されてる棚の、うさぎさんが、うさぎのピーターラビットじゃないな。これはピーターラビットかなこれ。の人形さんが飾られてるところに、のぴたちのアクスタとか飾られてて、あとのぴの誕生日グッズも飾られてて、めっちゃね、嬉しかった。そこの写真もね、パシャ撮っちゃったんだけど、撮っていいよって言ってくれたから、もう自分の思い出用に撮らせてもらったんだけど、めっちゃ嬉しかった。夏目さんちのグッズとか、夏目さんちの歴史みたいな中にのぴたちが飾られてて、すごくね、ほっこりしました。そう。で、のびもその時、まだ学園のスタッフさんと会ってなかったから、のびの自分の誕生日のグッズも、あとその前の、みんなのグッズも、まだ、実際のものを見たことがなかったのね。夏目さん家のお家で初めて見て、こんななんだ、こんな大きさなんだ、こんな風にできたんだ、みたいな感じでね。すごいね、ダブルでね、びっくり嬉しかったです。そう。で、2階でね、ずっとご飯食べて、すごいね、夏目さんちもね、多分、
やっぱりみんなと初めて会うし、いっぱいね、食べ物を用意してくれて、でそこでのぴは日本初のお寿司を食べたんだよね。お寿司とピザを用意してくれて、お寿司初めて今回日本行って初めて食べて、で、なんか最初は、お寿司、食べられるかなって思いながらも、よし、食べようと思ったら、あれ全然いけるやんと思って、めっちゃ食べて、美味しい、なんかすっごい美味しいっていうほどは、まだだった。まだね、お寿司の美味しさにはまだ、こう気づけてないんだけど、なんか昔みたいにもうなんか食わず嫌いみたいなの全くなかったし、食感も全然大丈夫だったし、味も大丈夫だった。でもね、唯一、夏目さん家で食べてないかもしれない。なんか他の場面で、イクラを食べたんだよね。イクラだけやっぱりちょっとダメだったな。イクラはダメだったな。でもね、お寿司、こういっぱい並んでるから何が何のネタかをよくわからずに食べてた。でもそこで初めての生のエビのお寿司食べて美味しかった。エビとかは美味しかった。魚の刺身みたいなのはちょっとわかんなかった。なんかサーモンとかはやっぱりさすがに色とかでわかるけど、なんかね、のぴはね、赤い系の刺身じゃなくて、白魚系の方がちょっと好きだったかもしれない。でも白魚こそ、どれが何かわからないじゃん。なんか見た目がさ、若干似てるしさ、色合いが似てるから、だから何が何かわかんなかったけど、白魚系が結構好きだった。で、意外と、なんか、牛肉とかステーキは、のぴは、全然脂っこいところとか全然好きだし、よく食べるんだけど、魚の、お寿司の脂身が多いネタは、なんか、そんなにだった。なんか、食べれないとか嫌いとかじゃなかったんだけど、なんか、牛肉の脂身とか好きだから、魚も好きだろうって思って食べたら、なんか、ちょっと違うなって感じだった。だからすごい、それはなんか自分の中での新しい発見で楽しかった。そう、美味しかった。で、ピザは、パイナップルピザ食べたんだよ。ツイッターやってる方は、もしかしたら見たことあるかもしれないけど、結構デビュー前の時に、ツイッターでなんかみんなでわちゃわちゃしたい時に、夏目さんちとも、ツイッターでやりとりさせてもらって、で、のぴが、みんなでいつかパイナップルピザパーティーしたいですねみたいなこと書いたんだよ。で、それがね、叶ったんだよ、もう。去年か。もう、去年で。Did they like the pineapple pizza? Yeah. So Saya-san likes pineapple pizza, but Gen-san said he doesn't like pineapple pizza. ゲンさんはパイナップルピザちょっと苦手って言ってた。でも、さやさんは好きで、のぴきっかけでピザ頼むと、もうよくさ、パイナップルピザ頼んでるって言ってた。そこでね、いっぱいずっとおしゃべりしてて、もうね、何時間もいたんだろう。結構ね、お昼前ぐらいに行ったんだけど、でもそれで夜遅くまでもう真っ暗になるぐらいまでお家にさせてもらって、確かね、もちちゃんのとこの雑談配信に行ってたんだけど、ほんとね、思ってた以上に長く、いて、全然いつでもいていいよみたいな感じで言ってくれて、本当になんかそろそろ行くかーとか言って言ったらまた30分喋って、行くかーみたいな、よくあるあるじゃん、そういうのって。でも本当にそれが2、3回ぐらいあったぐらいずっとね、みんなね、帰りたくないっていうのもあったし、話がいっぱいすることがあるっていうのもあって、本当にね、あっという間でしたね。そう。パイナップルピザ食べたことない？ぜひぜひ、パイナップルピザ。ご飯に、甘い、なんか、フルーツが入ってる系だから、酢豚にパイナップルとか入ってるじゃん。ああいうのが好きな人は、ぜひ食べてみてください。酢豚のパイナップルすらもちょっと苦手ですっていう人は、もしかしたら、ちょっと苦手かもしれない。そう、楽しかった。こんなぴ、いらっしゃいいらっしゃい。そう、帰ると見せかけて帰らない。そう。
それがね、めっちゃあった。そう。そんでね、あの時になんか、で、パラちゃんにもね、初めてね、会わせていただいてね、もう可愛くもうのび、あれぐらいちっちゃい赤ちゃんに会うのすっごい久しぶりだから、もうめっちゃ楽しみで、夏目さん家行くって時になった時に、パラちゃんがいるかわかんなかったんだよ。やっぱりなんかさすがに4人行ったら、そのパラちゃんを、夏目さん家の親御さんに預けたりしたりするのかなと思って、やっぱりまだちっちゃいから。でもいたのもうめっちゃ嬉しくて、もう可愛くてちっちゃくて。で、なんか、確か、数日前に上がった夏目さんちのさ、その2023年ハイライト動画みたいなちょっと軽く言ってたけど、ハイハイとか捕まり立ちとかすごいね、もうガンガンして、もうめっちゃ何にでも興味あって、もう何でも口に入れちゃうみたいな時期だから、もうめっちゃ可愛くてさ、そんで、なんだ、2階のソファーがあるところにみんなでテーブル囲んで座ってたんだけど、パラちゃん、夏目さんちのとこにやっぱパラちゃんいるじゃん、抱っこしてるから。で、のびが、一番近いというか、そのパラちゃん、抱っこしやすいポジションに座ってて、で、パラちゃん、抱っこしていいですかつって聞いて、抱っこさせてもらって、最初はなんか、誰やこいつみたいな顔されて、なんか、キョトンってしてたの。でもパラちゃん全然なんか、人見知りしない子で、すごいいい子で、で、パラちゃんずっと抱っこするのも大変だからさ、なんか、床に置いてなんかいろいろ一人で遊ばせてたんだけど、すぐなんか、やっぱ気散っちゃって他のとこ行ったりするじゃん。食べ物とかも興味あるし。で、のぴが遊ばせてもらってて、捕まり立ちでね、ソファーにね、捕まったりするんだけど、それでのぴのとこに寄ってきてくれて、で、のぴ日本行った時に、ネイルしに行ったって昨日話したと思うんだけど、ネイルがちょっとキラキラしてる、なんか、ゴールドの、キラキラとか、ゴールドの、キラキラじゃなくて、メタリックか。メタリックの、柄が入ってるようなネイルで、ちょっと光によってキラキラになるんだけど、パラちゃんがのぴが手を置いてるところ、ソファーにね、手を置いてて、そしたらパラちゃんが捕まり立ちでソファーに来るんだよ。そしたらのぴの手を、なんて言えばいいんだろう。猫の手みたいにしてて、のぴが。で、手の甲をソファー側に置いてるのね。そしたらパラちゃんが、ちっちゃいお手で、のぴの4本指を、まっすぐにしたり、折り曲げたり、まっすぐにしたり、折り曲げたりして、爪を見てるの。裏返しにしてずっと。もう、それが超可愛くて、もうやばかった。超可愛くて、ずっとのびの爪を見て遊んでて。もう可愛くてしょうがなかった。超可愛かった。もう、めっちゃ可愛くて。そうで、やっぱり、長時間いたから、さすがにね、のびのこと慣れてくれて、たまに抱っこしたり、捕まり立ちしに来た時に、床立ったまま腕持ってやったりとか、でも、後半には、パラちゃんがのびと目を合わせると、もう、毎回、ニコーってね、してくれるぐらいね、のびに慣れてくれてね、もうめっちゃ可愛くて。もう、すっごい可愛かった。もうめちゃくちゃ可愛かったです。もう一生いたかった。本当に可愛かった。でもね、一番指をね、ひっくり返して爪をずっと見てるね、あれがね、もうすごい思い出に残ってる。可愛すぎた。そう、めちゃくちゃ可愛かった。いやー、もう半分っていうか若干、夏目さん家のお家行くとき、のぴはもうパラちゃんいるのかな？なんなら、パラちゃんに会うのが一番楽しみみたいな。全員、初めましてだけど、パラちゃんと一番会うのが楽しいみたいな。っていうぐらいめちゃくちゃ楽しみで、
すごい幸せな時間でした。はい。あ、で、一応ね、先生たちともね、その時は初対、違う違う、話してたけど、のぴはずっとリモートだから、実際に直接会うのは初めてだったんだけど、なんだろう。流れとしては、待ち合わせ場所で待ち合わせしてたんだけど、確かのぴが一番最初だったのかな、着いたの。違う。あれどっちだっけあれ忘れちゃったな。オラ、welcome。こんのぴです、こんのぴのぴが最初についてたのかなあれ確かのぴが一番最初についてて、で、まあ、さすがにやっぱ緊張してたから、のぴも。集合場所の、なんかこう、そこの集合場所に着いたら、パッと見えるじゃなくて、なんかちょっと、建物の隅っこに、ちょっとなんか見つけにくいところに立ってたのね。なんか恥ずかしいから、こう、なんか、他のメンバーが来た時には、のぴは見えるけど、向こうからは見えにくいみたいなところに立ってたのね。そんで、ディスコードとかで、なんか、何分に着くよとか、もう着いたよみたいなやりとりしてて、で、のぴ、確かのぴ最初だったと思うんだけど、確か、えにちゃんともちちゃんが同時に来たんだよ。で、着いたよとかって言って見たときに、あ、やばい来たと思ってで、遠くからとか、なんか見えにくいとこから見て、で、なんか、二人入ってきて、あれだ、どうしよう、なんて言えばいいんだろうって思いながら、なんか恐る近寄って、で、なんか、もうのびも恥ずかしいから、なんか普通に何も言わずに手振って、何も言わずに手振って、そしたらえいちゃんが、のびちゃんとかっつって、のびですみたいな手振ってまあそっからそんなにあんま変わんなかったんだけど。で、3人で、猫ちゃん待ってて、で、猫ちゃん来た時には、なんか、ゲンさんが、迎えに来てくれて、だから、急げみたいな感じだったから、猫ちゃんとなんか、こう、ちゃんとした、はじめましてみたいな感じのチャンスがなく、なんか、猫ちゃん来た行くぞみたいな感じだったから、のびが、猫ちゃんっつって、肩トントンみたいなことして、はじめましてみたいな感じが一瞬あってからもうすぐ、行くぞみたいな感じだったから、なんかドタバタな初対面みたいな感じだったんだけど、すごい。んで、確か歩いてる時に、目の前に猫ちゃん、えにちゃんで、後ろにもちちゃんとのびが歩いてて、んで、それで、もちちゃんがね、例のね、どうやって言ったんだっけな忘れちゃったな。なんかスッとね、手をね、握ってくるんだよ。スッと。手を。で、のびね、手と足大きいんだよ、結構。背はさ、全然普通じゃん ?155 ぐらいの普通なんだけど、手と足は結構でかいんだよ。だから本当はきっとね、もっと背が伸びるはずだったんだけど、手と足だけはマジで大きいのね。だから、手繋いできた時に、手ちっちゃと思って、手ちっちゃと思って、なんか、あれめっちゃ手ちっちゃくねと思って、で、あと、手繋いできた時に、もう手繋ぐ、と思ってで、ちょっと半分照れ隠しもあって、なんか手ちっちゃって言ったんだよ。サクサクさん、ありがとうございます。こんのっぴです。やっと久しぶりにリアタイできました。動いてるのっぴ先生が見れて嬉しいです。このまま見てたいけど熱出てるので、挨拶だけ失礼します。元気になったら昨日の配信と一緒にアカ見ますね。ありがとうございます。いや、熱ね、早く治してください。健康第一なので、ありがとうございます。ゆっくりしてね。手繋いできて、もうちょっと半分照れ隠しで、なんか、手ちっちゃみたいなこと言って、で、手の大きさを比べたのね。そしたら、なぜか恋人つなぎになって、それでのび何もやってないからね、恋人つなぎにするように指をこう入れてきたのはもちちゃんだから。
もちちゃんだから。そう、手繋いできた時にも、あ、やばい、手繋いできた、のぴちょっと手汗かきがちだからやばい、どうしようとかで思ったんだよ、めっちゃ。手汗かいちゃうみたいな。だから手の大きさ比べたから恋人つなぎになったんだよ、のっぴのせいだよみたいな言い方してたけど、あれは別に手の大きさ比べたって別に恋人つなぎにはならなくていいんですよ。普通に元々の手のつなぎ方でいいんですよ。でもね、もうなんか、あ、もう行かないとってなってすぐね、手離しちゃったけど、その後も。でもなんか、何回もっていうか、その後も、一応先生たちと会ったのは合計で4回？いや、4回っていうか、その、日数で言うと4日 ?4 日あったんだよ、別の日に。で、毎回だったかな。でも、もちちゃんは、隣に歩いてると、隙があれば、すぐ手つなぐか、腕組んでくるかだから、何回かその後もあった。そう、何回かあったね。こんなぴ。そんでね、えにちゃんが言ってた通り、もちちゃんはみんなにしてます。3人全員してます。なので、チャラお化けじゃない。なんて言うんだよ。なんだ。何？あざとお化けです。あとはなんだっけな。でも、そうだね、帰りはね、別々の電車だった気がするな。あ、違うわ、そんなことないや。忘れちゃった。あざとお化けです。そう、あざとお化けです。でもね、本当にね、夏目さんちと、4人と、パラちゃんと、あと、わらちゃんもいたね。わらちゃん、のぴちょっと猫アレルギーだから、あんまりたくさんわらちゃんとの、コミュニケーションは、できなかったんだけど、すごいね、人懐っこい子でね、いい子だった。でもね、えにちゃんが、猫が好きなのか、動物が好きなのか、多分動物好きだと思うんだけど、わらちゃんのことめっちゃ可愛がるのね。でも、えにちゃんさ、あれ言ったことあるかな、えにちゃんこれ。えにちゃんちょっとだけ猫アレルギーなんだよ。でもさ、後半ね、えにちゃんさ、もうすっごい、絶対辛いだろってぐらいの状態なのにもかかわらず、わらちゃんが近づいてくると、あ、はい、わかりました、みたいな感じでさ、めちゃくちゃ面白かったけど、めっちゃ辛そうだった。そう、鼻ずっとズビズビいってた。そう、のびも多分、そうやっていっぱい触っちゃうとそれぐらいになっちゃうから、なんなら後半ちょびっとだけね、アレルギーっぽい症状出てたから、もう本当に、結構敏感な方なのかもしれないけど、可愛かったけどね、のびもね、猫アレルギーじゃなかったら、めちゃくちゃやるんだけど、えにちゃんほどはね、やる勇気がなかった。えにちゃんね。そう。あとね、えにちゃんのもう一つ面白い話が、そのピザをオーダーしていただいた時に、チキンもね、一緒にオーダーしてくれて、一つね、なんか辛いチキンがあったんだよ。のっぴ知らなくて食べたのね。1個目をのっぴが食べて、辛ーと思って、辛ーと思って。でもでも、もちちゃんとえにちゃんも辛いの苦手じゃん。だから、言っといたんだよ。これ辛いから食べない方がいいよって言ったのね。で、そしたら確かゲンさんが食べて、で、なんか、ゲンさんが食べてるのを見て、なんか、えにちゃんが、美味しそう食べたいっつって、いや、辛いよっつって、いや、辛いって言ったからねっつって、で、食べたら、えにちゃんが一口食べたら、辛とかつって、もう食べられないとかつって、辛いって言ったじゃんつって、いや、だってゲンさんが食べてんの見て美味しそうだったんだもんとかってさ、いや、でも辛いって言ったからねって。辛とかつってで、残り誰が食べてたんだっけ？残りが誰か食べてあげてた。一口しか食べれなかったから、いねちゃん。
のにもう、のびもね、頑張って全部食べれるぐらいの辛さだった。あとがずっと唇ヒリ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 してた。親戚一同かな。いや、だって、一応家族ですよ。5人とも、夏目さん家から生まれた家族ですから。パラちゃんが一番長女で。いや、楽しかったね。本当に貴重な体験でしたね。またね、今回だけじゃなくて、またね、今後もね、定期的にね、パラちゃんはわかんないけど、せめて6人ではね、定期的に集まりたいですね。とっても楽しかったです。そう、パラちゃんはパラ姉だから。あんなちっちゃいけど。パラ姉だから。いやー、パラちゃんがもし次会うことができたらもうあの大きさじゃないって思うとちょっと悲しい。赤ちゃんは一瞬で大きくなっちゃうから。いやー、本当に。赤ちゃんとか、なんだ、子犬とかさ、そういうのもさ、そう、のぴの親戚が、のぴが日本にいる間にちょうどね、子犬をね、初めて飼って、もう子犬だからさ、もう会いたいと思って、1時間だけね、会いに行ったんだよ。もう忙しいからちょっと時間がないから、1時間だけでもつって、1時間だけ本当に会いに行ったんだけど、めっちゃ可愛くてさ、片手で抱っこできる大きさ。でもそしたらさ、こう抱っこしながら見てさ、次会った時お前は何倍もの大きさになってるんだなってちょっと悲しい気持ちになりながら遊んでた。パラちゃんも同じ。パラちゃんもこんな抱っことかさできたのに次会った頃はもう一人でめちゃくちゃ歩いて喋ってんだろうなって思いながら。そうそうでその後にクリスマス配信があったんだね。クリスマス配信もほんとよかった。でもね、先生たちと事前に会っといてよかった。すごいのぴはちょっとのぴ人見知りだからさ、ぶっちゃけ夏目さん家のお家で会った時のぴもう人見知り全開だったからあんまり喋れなかっためっちゃ人見知り全開だったからあんまり喋れなくてさ、でクリスマス配信の時もまだちょっと人見知り発揮してて、配信の時はもうめっちゃ我慢というか、その配信モードに切り替えてやって、ちょっとそれでもちょっとやっぱりちょっとよそよそしいというかだったと思うんだけど、なんだ事前何時間前に入ったんだろう。結構前に入って買い出しして、なんだ近くのね、スタジオの近くにあるスーパーとかコンビニでいろいろ具材買って、んでやったね。楽しかったね、あれは。でもいやあっという間すぎたよ。あの配信もさ、一応合計だいたい4時間ぐらいだったじゃん。4時間が本当にあっという間すぎてびっくりした。終わった後、もうこんな時間みたいな。終わった時間ちょっと忘れちゃったけどさ、あれ始めた頃、まだ外結構普通に明るかったけど、もう、あとちょっと寝る時間じゃんみたいな。で、なんだそうだ。配信中にね、のぴの枠、アメリカのお菓子の、待って、魔界のお菓子の枠でしたけど、ちょっと日本語魔界のお菓子を紹介する枠だったじゃん、のぴの枠は。ちょっと待ってね。魔界のお菓子を紹介する枠で、本当はね、スタッフ
んにね、食べ物のね、写真を撮ってもらってたんだよ、中身の。でも多分ね、準備がギリギリで、OBS に入れるのが間に合わなくて、写真がね、見せられなかったからね、せっかくだからね、あるから、見せようかなと思って、ちょっと持ってきました。一番最初に紹介したのなんだっけ？一番最初に紹介したのこれか。一番最初に紹介したのが、I don't need ads. 一番最初が、ドリトスでしたね。It was a fun idea. I remember you wanted to do something like that for Halloween. I know, yeah. Yeah, I was really happy that we were able to do something like that. Like, ideally, I want to do it more, but it's just hard because of our, like, of how far we live from each other. Maybe I could do one on my own, but, like, I don't know. Like, I don't know if it'd be fun to watch if you watch someone that's already had that snack, but... 一つ目がドリトスだったね。こんな見た目です。見た目は結構普通なね、チップス、なんか、三角の形で、もうちょっとズームインしてもいいかもしれない。What an amazing photo! I know, right? なんかスタジオの、そう、に置いてあったお皿なんだけど、なんかすごいなんか豪華な。おー、け。おー、おど。おー、け。なんか、こんな見た目でしたね。チップス。はい。ドンタコスに見えた？ドンタコスこんな見た目なの？ドンタコス食べたことない。でもね、みんな美味しいって言ってくれたからよかった。なんかさ、日本にさ、チーズのドリトスあんのにさ、この味ないんだって思った。なんか全然この味、みんなに食べてもらう前からも、全然日本人でも、なんか、普通に食べたくなるような味なんじゃないのかなと思ってたから、なんでこの味ないんだろうなーって。ドリトスさんぜひこの味も多分日本で売れますよ。いかがですか？こんな日部活から帰ってきました。おかえりお疲れ様。今ね、クリスマス配信の時の話してます。そう。これもあったでしょ？あとは、ドリトスの次なんだっけ？ドリトスの次が、ドリトスの次が、これか。これでしたね。うわ、全部大きいですね、写真が。このラッキーチャームズでしょ？全部並べるか。並べよう。ドンタコスこんな見た目みんなはどれが一番気になった？ドンタコス？違うよ、これドリトスですね。ラッキーチャームズでしょ？なんでこれなんかクロップが変な風になるんだろう。ラッキーチャームズこんな形です。このバーが何本ぐらいだろう？何本か箱に入ってる感じですね。これはね、美味しいんだけど甘いね、やっぱりね。なんかコーヒーとかと一緒に食べたらいいかもしんないね。のっぴコーヒー飲まないけど、お茶とかね、コーヒーとかお茶とかと一緒に飲んだらいいと思います。こんな感じでしょ？ドリトス気になった？いや、ドリトスはね、絶対味普通にね、みんな美味しいと思う。マッカーナチーズの写真だけないんだ。マッカーナチーズね、もちちゃんがね、1個余ったやつ持って帰って後から食べたって言ってたけど、美味しかったって言ってた。あとね、このマッカーナチーズさ、1個が、分けられてるからパックが、大きいの結構買ったんだよ。で、会ったお友達とか親戚とかに、お土産としてあげたんだけど、マッカーナチーズがね、みんな一番好評だった。意外にも。なんかわかんないけど、マッカーナチーズが一番ね、人気だったから、これから日本行くとき、これを土産にしてもいいかなと思った。なんかすごいね、なんか、何が入ってるみたいな説明して、マッカーナチーズも入れてて、つって、嬉しいとか聞いて、そうなんだと思って、他のお菓子よりもマッカーナチーズが一番好評でした。なのでね、ぜひね、皆さんもね、魔界に旅行来るときマッカーナチーズをお土産に買ったら、喜ばれると思います。
でもね、マッカンチーズね、お家で作るのね、意外とね、そんなにね、材料必要じゃないから簡単だと思うよ。みんなもぜひ作ってみてください。で、これはSour Patch Kids。酸っぱいグミですね。なんか、配信でも言ってたけど、本当はさ、箱に書いてあるさ、人間みたいな見た目なのにさ、全然人間じゃないよね。手足がどっか行った。マジで手足がない。だって、顔すらも見え、間違えた。顔すらも見えなくない？顔すらないの。なんかちゃんとよく今まで食べてる時見たことないけど、なんか顔もわかんないし、手足もなくなったし、なんならさ、なんか細いクマみたいじゃない？見た目。どのくらい酸っぱい？なんか、食べたら酸っぱいじゃなくて、酸っぱいみたいな感じだった気がする。なんか全然、酸っぱいの苦手な人でも、食べようと思えば食べれると思う。食べたことある？魔界とかだとね、映画館とかにね、箱が売っててね、食べたりする人いるよね。ただ、歯にくっつく。めっちゃ歯にくっつく。めちゃくちゃ歯にくっつくんだ、これ。で、これが、ベーグルのクリームチーズのお菓子だね。これね、のび食べたことなくて、初めてね、この配信のために買ったんだけど、思ってた以上に美味しくてね、また自分で買いたいなって思うぐらい美味しかった。クリームチーズが入ってるやつです。これでね、残りのね、箱が結構大きかったから、残りをね、もちちゃんがね、持って帰ってね、美味しかったって言ってたね。で、これの、つぶつぶ見える？つぶつぶの、このつぶつぶのシーズニングだけを、売ってるんだよ、トレーダージョーズって。だから、それをね、お土産にするのもいいかなと思ったけど、ちょっとね、瓶がね、ガラスだから重いんだよね、スーツケースに入れると。だから今回はちょっと、このお菓子の方だけを持ってきた。もち先生めっちゃ持って帰るやん。確かに。でも、エニちゃんもね、どれか持って帰ったって言ったな。エニちゃんはドリトス持って帰ってたのかな？確か。ね、配信で、雑談の配信で食べてたって言ってた気がする。で、その次が、なんだっけ。みんな大好き。みんなが大好き。ダダー、ブラックリコリッシュですね。そう、トレーダージョーズのやつはこんな見た目なんだよ。ほんと消しゴムみたいじゃない見た目。でも、一番有名なブランドはなんかもっと長いんだよ。ロープみたいな長いやつなんだけど、なんか、トレーダージョーズはなぜかこういうカットされてる形でした。ノビオも何十年、何百年ぶりに食べたんじゃないかってぐらいね、リコリッシュ。黒いリコリッシュはね、まずそんな食べたことなかったんだけど、まあ美味しくないですね。みんな大好き。でもさ、その、のぴの枠の後にやった世界のいろんな食べ物の中で、のぴはリコリッシュは全然ね、マシな方だと思った。でも、猫ちゃんとか、その帰り一緒だったんだけど、電車の中で猫ちゃん、もうリコリスが一番無理でしたとかつって、マジでみたいな。他のノニとか、他のベジマイトみたいなのと比べてもダメだったって言ったら、リコリスが一番嫌だったとか。マジかと思って。ノピは全然マシだったからさ、確かにリコリス後から味がめっちゃ戻ってくるんだよ。でも、ノピはノニが一番無理だった。マジで無理だった。マジで、リコリスなんて全然大したもんじゃねえって思うぐらい。皆さんもぜひ、ブラックリコリスがね、手元に入る。見て、美味しそう。消しゴムみたいで美味しそう。皆さんもぜひね、食べてみてください。見た目は普通のチョコっぽい。いや、チョコっぽくはないだろう。なんかグミっぽいでしょ。ツヤがあって。なんか、グニグニしてそうじゃん。まあ、なんかほんと、車のタイヤの素材みたいな見た目だよね。このさ、模様もさ、車のタイヤっぽいよね。で、この後が、これね。
これみんな甘いっつってたね。これもね、のっぴね、食べたことなかったんだけど、なんか、魔界っぽいと思って、持ってきたんだよね。このピーナッツバターとジェリーの棒でヤンヤンつけ棒みたいなやつね。これはね、珍しいなと思って、こういう形。Hi, hello, welcome. We're talking about US snacks right now. We had a stream during Christmas where we tried all these, so we're just talking about that stream right now. そう。ひどい例え。いや、本当にね、美味しかった。これね、のぴね、また買うかって言われたら、この中で、また、個人的に買って食べるだろうっていうものは、多分、マッカンのチーズ。でもマッカンのチーズもしばらく自分で買って食べたりしないな。お店でなんか、たまに食べたりするぐらいだな。だからそれを含めても、また次自分で買って食べたいって思うのは、多分この、どれだこれ。この、見えない。シルプくんが見えない。この、ベーグルのクリームチーズが入ったベーグルのクラッカーと、ドリトスはでもなんかパーティーに行く時とかに持ってきやすいから、みんな好きだし、シェアスできるから、これはなんか、パーティーとかも、ポットラックパーティーとか行った時に持っていくか、これは普通に、ポットラックパーティーにもいいし、普通に自分で食べても美味しいなって思った。それ以外は、なんか、これが必要じゃないとダメみたいな時以外は買わないかも。このベーグルのこれが小分けのが売ってたらめっちゃいいなと思った。お土産とかにいいなと思って。箱に、大きい袋にいっぱい入ってるみたいな感じだから、小分けじゃないんだよね。魔界は日本みたいにさ、小分けのものがあんまりないから、そのお土産を選ぶときちょっと大変なんだよね。これとか小分けじゃん。でも、それ以外は全部小分けじゃないから、ちょっとね、お土産買うとき悩んだね。配ったりとか、あとはその、魔界のいろんなお菓子入れたお土産みたいなやるときに、あんまりできなかったから。日本のポテチみたいな食感感覚これでも魔界も普通に日本のポテチみたいなさ、ポテチあるけど、これはなんかこう、ポテチってさ、塩とじゃがいもの味しかしないじゃん。これはさ、トウモロコシのチップスに、なんかちょっといろんなスパイスとかがついてるから、なんかこれだけ食べてても全然なんか、飽きないというか、なんか飽き性な人とかいるじゃん。だから、これとか普通にね、あったら喜ばれるみたいな。The snack which you dip is a cool design. Haven't seen anything like that around here. Right? Yeah. I feel like there's not many. Or like there's other snacks where you dip like crackers into cheese or like the chocolate ones that Japan has too. But I've never seen any other combination before. So like Trader Joe's, like I feel like Trader Joe's likes to make unique combinations or like make their own versions of existing stuff. I think they're really good at that. アソートとかない。あんまり見ないかもしんないな。あんまり見ない。でもね、この配信用のお菓子選ぶときも、あと、普通に、日本に行くためのお土産いろんな人にあげるためのお土産の選ぶのも、めっちゃケビンズ・イングリッシュルーム参考にさせてもらった。ケビンズ・イングリッシュルームで見たことない人に説明すると、3人組の YouTuber さんなんだけど、よく、魔界のね、お菓子をレビューとか、食べ物をレビューとかする YouTube チャンネルですごい人気なんだけど、3人のうち1人は、なんかのぴみたいに、魔界育ちの人で、他の2人は日本の方なんだけど、だからなんか日本の人の反応が見れるから、こういう系はいいんだとか、こういう系はあんまりなのかみたいなっていうリアクションを見ながら、どういうものが受けるかをすごい参考にさせてもらってみました。好
きな YouTuber さん。あ、そうなんだ。面白いよね。ね。そう。それこそ、のびさん日本行った時おばあちゃんに会ったって言ったじゃん。おばあちゃん家に泊まってたんだけど、おばあちゃんに、VTuber の活動やってるんだよって言ったのね。おばあちゃんもさ、もうそういうのよくわかんないから、何それみたいな。YouTube 見るとか言って、たまに見るみたいな。見方わかるわかんないみたいな感じだから、一応ね、こうやって見るんだよ。で、これのぴのチャンネルでこういうことやってるんだよって見ても、まあなんかピンとこないから、なんか全然、なんか最初は、それって、なんて言ってたっけ？すっごい面白い言い方したんだよね。なんだっけ？それって、だっけ？正解じゃなくて、正当じゃなくて、それって、だっけな。それって、正直、それってなんだっけななんて言葉使ってたんだっけ忘れちゃった。でもなんか、それって、ちゃんとしてることなのみたいなことを聞かれて、めっちゃ怪しまられてて、なんか、のびが騙されてるんじゃないかとか、のびが悪いことしてるんじゃないかみたいな。確か、それって正直な YouTube なのみたいなこと言ってきて、正直どういう意味と思って、どういうことと思って。どういう意味おばあちゃんって。それって、なんか、正直みたいなこと言われて。おばあちゃん、それって、ちゃんとしてることを言ってるちゃんとしていることをやってるか聞いてるのとかしたら、みたいなこと言って。完全に、これ完全にノピが騙されてるか、ノピが、なんか詐欺みたいなことしてると思ってるんだって。まっとうかもしれない。そう。多分、やっぱりね、年代が上だから、そういうのやっぱり言われてもわからないじゃんね。普段から見てないと、ピンとこないわけじゃん。だからそう、ちゃんと事務所に所属してて、で、こういう、すごい有名な、お絵描きする YouTuber さんにも書いてもらって、やってるんだよとかって言っても、分かってくれなくて。で、そんで、動画見せたりもしたんだよ。こういうことやってるんだよ、つって。で、のぴは、英語の先生で、英語教えてて、とかつって。で、なんか、生配信のアーカイブじゃ長いからわかんないかなと思ったから、短い切り抜きにして動画を見せてあげようと思って、で、その中でも一番おばあちゃんが見て笑うかなと思って見せたのが、漢字で GO のやつを見せたのね。そしたら全然笑わなくて、なんならおばあちゃんが、こんな恥ずかしいことしちゃダメだよ。こんな漢字読めないの恥ずかしいよとかって言われてさ、おばあちゃん、のぴ魔界に住んでんだから、これぐらいの漢字読めなくたって普通でしょとかつってさ。おばあちゃん、のぴ日本に住んでないんだから、漢字わかんないからしょうがないじゃんつってさ。その後また言ったんだよ。いや、おばあちゃん、のぴは、みんなのぴが魔界に住んでて、日本語がちょっと苦手なの分かってくれてるし、なんなら、英語の先生をやってるんだよって。そうなんだ、みたいなこと言って全然分かってくれなくて。Time to learn your kanjis, I know! で、そしたらその後に、なんか YouTube よくわかってないから、ケビンズ・イングリッシュルームを見せてあげたんだよ。そしたら、ケビンズ・イングリッシュルームさんのなんか食べ物のレビューの動画見せたら、もう開始20秒ぐらいで笑ってんの。のびの動画見ても1ミリも笑ってないのに、ケビンズ・イングリッシュルームさんはめっちゃ笑ってくれて、なるほど。おばあちゃんに受けるためにはこういうのやった方がいいのかと思った。だからね、それでケビンズ・イングリッシュルームの話した時にその話を思い出したから。おばあちゃん、実の孫よりも知らない人たちの動画の方が面白いんかと思って。っていうおばあちゃんとのエピソード話がありました。はい。まあそんな感じでね、
クリスマス配信ね。いや、のびもね、アーカイブ全部見終われてないんだよ。クリスマス配信の4枠とも。だからね、見たいんだよね。なんならさ、面言とかでもいいから、みんなと同時視聴したいなと思ってんだよね。なんかその、千鳥さんがやってる番組あるじゃん。なんか、動画見ながらさ、止まって、ちょっと待ったみたいな感じで動画ある、動画じゃない、番組あるじゃん。あれをやりたいなって思ってる。特に世界の〇〇のアーカイブはね、まだちゃんと見れてなくて、やりたいなと思って。だから面言でやろうかなと思ってた。相席食堂、それ。あ、それ。おばあちゃんライブ 2D が理解できてなかった。そう、全く理解できてなかった。そう。世界の〇〇のね、配信やばかったよね。いや、のびもさ、なんか、何のタイミングでか忘れちゃったけど、水から口パーって出しちゃったしさ。このアーカイブ自分でどんな風に聞こえてたのか、めっちゃ気になるんだよね。見てないから。そう。でさ、スタッフさんがさ、どのね、誰の枠の時だったか忘れちゃったけど、みんなさ、クリスマスだから、たくさん待機の時に、ギフトとか、スパチャとか、送ってくれてたじゃない？みんなどの枠でも。で、スタッフさんたちが、やっぱり VTuber さんのお仕事が多分、まだ慣れてないのか初めてぐらい、どっちかだと思うんだけど、の方々ばっかりで、待機画面見て、すげーとかって言ってて。そのリアクションがめっちゃ面白くてさ。うわー、ナイトボットどうした？ What the hell? ナイパー What the heck is happening? ナイトボット大丈夫か？どうした？溜まってたのかな？スタッフさんがちょっとね、スタッフさんが若干引いてた。It went crazy after hearing your story, maybe. のぴちゃんはもうびっくり。いや、さすがにびっくりするよ。って思ったよ。みんなの待機、声聞こえてないから、あれじゃん、待機の画面。みんな、わ、クリスマスだからみんなすごい張り切ってるなーって思って。あの時のさ、4枠すごかったじゃん、みんな勢いが。で、あの時の配信はさ、どの枠も結構なんか台本っていうか流れがあって、時間制限があったんだよ。スタジオ借りてる時間が。だからもう、なんか、遅れちゃダメみたいな、押しちゃダメみたいな感じだったから、もっとコメント欄とかね、スパチャとかのね、反応したかったんだけど、する時間がなくて。学園スタッフさんが学園スタッフさんと、機材のスタッフさんがいて、そう、機材のスタッフさんは初めましてで、やっても、お手伝いしてもらったんだけど、そう。Hola, welcome. We're just talking about a stream that we did during Christmas. もう本当にありがたいですね。じゃあ、その時のね、配信にね、いただいたスパチャなどをちょっと読み始めたいと思います。スパチャよりもなんかアーカイブ見るとスパチャよりも、あれじゃない、ギフトの量がすごかったね。じゃあちょっと書くか。わかりやすいように書いとくか。こっちがな。これじゃない。これがいいか。これの、スーパーチャット、リーディング。ちょっと今から、ちょっとだけね、スパチャ読みをします。この区切りの雑談もしながらね、するので。ギフト100、そう、100超えてさ、で、12月はさ、ちょっとさ、配信できなかったじゃん、面言。だから、メンバーさんの名前を手書きで書いたじゃん。あれもさ、紅白見ながらやってたんだよ。いや、本当は、
新幹線の中でやってたのね。でも、iPad の機材トラブルで全然できなくて、だから、紅白見ながらやってたんだけど、全然終わらなくて、人数多すぎて。自分で、よし書くぞと思って、人数見たら、あれえんいやちょっと、もしかしてこれ、年内じゃ無理じゃんって思いながら、でも、年内じゃ無理じゃんって思いながらも、紅白見ながらでもやるぞと思ったんだけど、全然間に合わなくて、全然年明けになってしまったんですが。はい。じゃあ、クリスマスの配信のアーカイブのスパチャ、ちょっと読ませていただきますね。ラッティさん、メリークリスマス、初オフコラボってことで、先生たちみんなで美味しいものを食べてください。先生たちの楽しそうなおしゃべりを聞きながら仕事します。ありがとうございます。いやー、ほんとね、もうほんと、情報量がいっぱいな一日でしたね。楽しかったね。ほんと、のぴが日本行きますって決まった時が、いつだったんだろう、秋頃だったんだよね。で、やっぱせっかく会うなら、今回の日本は完全なプライベートで行くから、でもやっぱり日本に行くんだったらみんなと会いたいし、会うんだったらやっぱり一回はね、配信オフコラボしたいじゃん。だから、みんなでしませんかって、のぴが聞いて、で、みんなやろうって言ってくれて、日にちを決めるときに、なんか、たまたまね、みんなクリスマス空いてるよとかつって、空いてるんかいみたいな。だから、日にちをね、なんかいくつか空いてる日を照らし合わせたら、あれなんかクリスマスみんな空いてるくないみたいな。クリスマスなんで空いてるのって思いながらも、じゃあさ、せっかくだから、初めてのね、4人でのクリスマス配信やらないみたいな。せっかくだからクリスマスにしちゃわないって。で、それだったらなんかちょっと普段よりも特別な感じにして企画してやらないって。でのぴが、本当はのぴは、この魔界の食べ物をレビューするっていうだけの一つの配信だけの予定だったのね。もうとりあえずこれを絶対にしたいっていうのがあったから、これの内容で配信したいんだけど、ってなったらクリスマスになって、で、クリスマスだったらもっと大ごとにしようってなって、他の3つの企画が、確か順番的には、なんか、せっかくクリスマスだから、クリスマス交換しようってなって、で、そしたら、猫ちゃんが、世界の〇〇をみんなでやりたいって言ってくれて、で、そしたら、なんだあれ最後なんだっけもういっぱいすぎて記憶が飛んでんだけど。なんだっけ何したんだっけ他に。記憶がマジで飛んだんだけど。あれ何したんだっけちょっと待って。何したんだっけあれはエニちゃんの配信だっけ闇鍋だ闇鍋あんなに濃かったのに闇鍋を忘れてしまった。闇鍋を、本当は最初は、なんか持ち寄りパーティーにするって話だったんだよ。持ち寄りパーティーで、もう普通に平和になんか食べるだったんだよ。でもそしたらなぜか闇鍋になったんだけど、忘れちゃったけどどういう流れでそうなったのか。最初の3つがあって、3つ企画やるなら、それぞれのチャンネルでリレー形式にやったらよくないって、確かのっぴが提案して、だったら、じゃあ、もう1個必要じゃんってなって、最初は持ち寄りだったのに、闇鍋になって。そう。いや、闇鍋に入ってたシャトーブリアンマジでうまかったからね、みんな。そうだよ、のびがさ入れたもん全部溶けてたじゃん、そういえば。全部溶けちゃってた。なんか溶けないかなって思ったものも入れたこれ溶けないだろうと思って入れたものも全部溶けてた。シャトーブリアンマジでうまかった。マジで美味しかった。誰か言ってましたね、猫先生。何がどれだろうシャトーブリアン食べてね美味しかったよ。もうね、シャトーブリアンなんてめったに食べないのにさ、よりによってさ、闇鍋で食べて、でもね、美味しかったからよかった。まずいシャトーブリアンは嫌だよね。闇鍋にカレールーを入れたらマシになりますよ。なるほどね。いや、ダメだよ。だって闇鍋が面白くなくなっちゃう。
でものぴが入れたものって多分全部入れてもそんな大してなんだ、めっちゃ闇鍋をめっちゃまずくするような影響はない気がする。そういう影響しないものを選んでた、確か。あれだね、一番の犯人っていうか一番の悪者はやっぱエニちゃんじゃない？やっぱエニちゃんじゃない？一番の主犯格はエニちゃんな気がする。いやでもね、こうえーって言いながらずっと食べなきゃダメな結果にならなくてよかった。もうね、その前の枠で十分それやったからさ。いやー、そう。巾着袋がね。でもね、のぴはね、チョコレート当たんなかったからよかった。のぴは多分、空っぽのか、クリームが入ってるやつか。まあ、のぴの大福もちょっとだけなんか、茶色い色を出してたのかもしんないけど、でもちょっと甘さが、いい感じに効いてたんじゃないと思うんだけど。意外とその、スープの元になる味のものがあんまりみんな入れてなかったから、だからあれは入れてよかったなって思った。楽しかったね。あとなんだっけな。次のスパチャも読みながら。テキさん、電子レンジくん頑張れ。そうね、電子レンジ待ちしてたからね。のぴの、なんだ、マッカンチーズのね、電子レンジ。知らなかったのよ、のぴ。電子レンジはテレビじゃない、パソコンに影響するって知らなかった。あん時聞いといてよかったわ。のぴの配信中にね、電子レンジやる時なんてめったにないけど、もしね、今後やりたいと思ったら、ダメだ、配信が、ダメになっちゃうからっていうのでね、ためになりました。やっぱりね、そういうやっぱ機材スタッフさんがいた方がね、そういうのは分かってるから。フェアリーダーさんも、レンジ、君の本気を見せてくれ。電子レンジ待ちでしたからね。これは、鉄の神、友綱さん、タットランが緑色、別の色差し込みます。いや、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。マダーのいたぞさん、皆様明けましておめでとうございます。これは、コンビニの配信だ。間違えちゃった。ありがとうございます。これさ、YouTube くんさ、スパチャをさ、全部、出してくれるのはありがたいけど、ギフトも出してほしいよな。ギフトも出してくれないかな。そういう機能を足してほしいな。ギフトはアーカイブをってこうグーってずっと見ないと出てこないのはちょっと不便だぞ、YouTube さん。じゃあギフトがほんとすごかったよ、ギフトの量が。やっぱね、クリスマスだからみんながね、サンタさんになってくれて嬉しかったけど。出来上がり待ちかと思ってたけど、配信器具に影響がある。そう、あるらしいの。そう。だからね、スタッフさんが、今電子レンジやってるんで電子レンジ待ちましょう、みたいな。間違えちゃった。ごめん。じゃあ、ギフト送ってくれた方のお名前も呼びますね。関さん、ギフト5個もありがとうございます。はるさんもギフトありがとう。100チャンネルさんもギフトありがとうございます。関さんもね、その後もいっぱいたくさんのギフトありがとうございます。やや様もギフトありがとうございます。フェアリーダーさんめっちゃギフトありがとうございます。途中で50が流れた時、のぴ配信中になんか言ったか覚えてないけど、言ってなくても、表情でめっちゃ、はっみたいな顔してたからいやー、びっくりしたわ。い
や、のびもさ、猫ちゃんの配信で、その誕生日のスパチャの配信の、スパチャじゃなくてギフトでやったんだよね。猫ちゃんの誕生日の時に。で、20ギフト、あ、そうなんだって、今まであんまり、やっぱりね、お金の話になっちゃうけど、なんか、20ギフトすごいなって思って、それを知った後50って書いてあったから、って思って、マジで本当にありがとうございます。あ、みんなもね、スパチャルギフト送ってくれた方、前にも言ったことあるけど、職員室、その4人でのコラボとか、多分、その3人とか2人のコラボもそうだけど、その時の配信にいただいたギフトやらスパチャは、その配信に出てるメンバーでちゃんと分割してもらうように学園スタッフさんが手配してくれるので、皆さん気にしないでくださいね。ありがとうございます。みんなね、これでね、とっても美味しいご飯を年末やら、クリスマスやらにいただいたと思うので、ありがとうございます。ね、50件は草すごすぎ。本当に。いや、クリスマスマジックですね、本当に。ありがとうございます。でも、そうだね。クリスマスの配信はこんな感じですね。ありがとうございます。スタッフさん有能そう。ありがとうございます。今、名刺分何人？人数を言うのもなんかちょっとあれだから、ちゃんとした人数は言わないけど、まあ、3桁の300ぐらい ?300 台ぐらい本当にびっくりした。本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。はい。いやー、またね、今年もね、できるといいな。でもね、今年がすごすぎ、今年じゃない、去年のクリスマスがすごすぎて、逆にこれを超えるのが、なんかめっちゃ、何をするかこう、めっちゃ、企画を練らないと、去年のクリスマス配信を超えるのがめっちゃ大変なぐらい、最初から、ぐわーって言っちゃいすぎちゃったから、やるならね、なんかもっと、この去年のクリスマスに負けないぐらいの内容にしないと。ハードルがね、すごい高くしちゃったよ、自分たちで。いや、でもね、楽しかった。本当にね、やれてよかったです。今のうちにスタンプを押さえとかないと。どういうこと？スタンプ押さえとくって。あ、そっか、スタンプ増やせるからか。そっか、そうだね。スタッフさんに話しといてもいいかもな。でもな、今からスタンプ絵描いてもちょっと、それかなんか仮の絵を入れといて仮の絵を入れといて、実際にちゃんとしたやつを後から入れるとか。初オフコラボにして最高潮で、そうで、あれ初めてのオフコラボだったからね。いや、すごいよ。じゃあスパチャン読み終わっちゃうと終わったのでね。また雑談にとってますね。スタンプさんじゃないですね。スタッフさんですね。いや、スタッフさんもね、たくさんいろいろ協力していただいて本当にね、ありがとうございます。スタンプさん呼んだ。のびちゃんのお絵かき仮で入れてもらって、確かに、のびのね、仮のね、なんかラフみたいな、これを依頼しますみたいな。これのびのラフこれなので、ちゃんとしたシエショは、プロの方に頼むので、これラフで、みたいな。ラフのスタンプ入れとく。ギフトの人数もカウントされるんですか？ 1 ヶ月だけど。そう。だから、ギフトの1ヶ月分だけだから、1ヶ月が終わっちゃったら、やっぱ数字はね、それに合わせてアップデートされます。だから、クリスマスの後の配信の時の人数すごかった。まあ、年末のね、あれのメンバーシップのやつの人数を数える時間がある方は数えてもらったら実際のね、人数わかると思うけど。ねえ、ほんとびっくりした。なんなら配信した方がよかったんじゃねって思ったもんね。かかった時間を考えたら。でもね、いつかはね、この手書きで名前を書いて、
やるっていうそのメンバーシップのやつもやりたかったから、たくさんのね、人のお名前をかけてよかったです。あと漢字の練習にめっちゃなった。普通に漢字と日本語書く練習にめちゃくちゃなった。だって、久しぶりに書きながら、わ、久しぶりに日本語こんなに書いたなって思いながらと書いてたから。あと知らない漢字もいっぱいあるからさ、これ漢字どうやって書くのって思いながらめっちゃズームして、あ、こんなちっちゃい書くがあるのかって思いながら。難しい漢字ですいません。でもマナーのいて座さんはそんなに難しくない方だよ。もっと難しい人全然いた。なんなら、他に、いたい、全然。スズメなんて細かい字か、全然。全然練習になったので大丈夫ですよ。ありがとうございます。上手でしたよ。ありがとう。いや、さ、書いてる時も、うわ、字切ったね。こんなの。これやめて、やっぱやめて。メンゲの配信にしようかなって途中で思ってたんだよ。汚すぎるし、デジタルのやつだと余計に、いや、ペンとか鉛筆で書いた字がもっと綺麗とは言わないけども、3割、2、3割下手になってるから、デジタルだと。デジタルだと。だから、汚い字だなーって思いながら。可愛い字で書いていただいて嬉しかったです。ありがとう。汚くないや。本当に。いや、それこそさ、ファンメール、お手紙いただいたじゃないですか。たくさんの人から。で、みんなじゃないけど、高確率でみんなね、手紙書いてくれるときに、汚い字で申し訳ございません、みたいなの書いてるんだけど、どこがみたいな。どこが何言ってんのって思いながら読んでたんだけど、高確率で、あれ待って、間違えた。待って、メンバーの数がすげえ、違うところの数字見てたわ。あれちょっと待って、年末の人数よりすげえ増えてんだけど、今日、だって、フェアリータさん見てか、フェアリータさんだけじゃなくて、最初の待機の時にみんないっぱいくれたから、あれ年末の時よりも人数増えてる。あれでも、そっか、タイミング的に、そういうことか、多分そうだな。いや、でもすごい。多分今日が一番多い。今日が一番多い。すごい。みんなすごいです。みんなすごい。数字見てるとこ間違えてた。いやー、本当にね、のっぴりやの愛はすごいですね。テラメテラ学園リスナーとのっぴりやの、熱がすごいです。本当に毎回びっくりさせられます。いや、でもね、全然ね、大丈夫。この数字をね、絶対保たなきゃとか全然ないからね。みんなね、自分のペースで推し活してください。はい。仮スタンプ急いで作んなきゃ。そっか。そういうことか。スタッフさんに仮で入れといていい。でもさ、人数が下がった時に、その仮で入れたやつもなくなるんじゃないのかな。どうなんだろう。ちょっとそれ見てみないとだな。それから普通に仮でスタンプ入れてみて、消えたら消えたで、あーってやるか。まあ、仮だしみたいな。仮ののぴの汚い絵だしみたいな。消えても別にしょうがないって感じでやるか。何しようスタンプ。考えないと。で、ちょっと、今週末の、週末じゃない。まあ、のびはまだ週末残ってますので週末の間にちょっとやっときます。はい。じゃあ、次の話しましょう。次の話ね。次は、何したっけ？次が、コンビニ配信ですね。コンビニ配信。ペンライトいる？のびあんまり歌枠しないからさ、他の3人はさ、ペンライト入れてもらってるじゃん、多分。最初の1段目に。でも、のびそんな歌わないからさ、いらないやと思って他のやつ優先にしたんだけど。じゃあ、チューリップくん入れてほしい。確かにね。それだったらメンバーシップのバッジそのまま使うか、それか、モデルのとこから取るかできるな、簡単に。ペンライト欲しい、本当？ペンライトもちょっと候補に入れときましょう。
じゃあ、次はコンビニ配信だったよね。コンビニ配信はもうこれも完全にのぴがやりたいだけの配信だったんだよね。これも、コンビニ配信やろうと思うんだけど、一人じゃあんまり食べれないから一緒に、この日に時間空いてる人いますかって3人に投げたら、みんな来るって言ってくれたからみんなで、配信することになったんだけど、楽しかったね。あんなにね、いっぺんにね、いろんなものをね、試せることなんてね、なかなかないから、すっごい楽しかったですね。興奮しました。でね、配信始まる前にマネちゃんと一緒にコンビニに買い出ししてたんだけど、もういっぱいありすぎて逆に悩んだ。自分の中でできるだけ、一つのコンビニで買うものは3つか4つ3つぐらいに制限したかったんだよ。もっと買ってもよかったんだけど、先生のみんなもなんかおすすめのもの買ってきてくれてたじゃん。それを考えたらすんごい量になっちゃうから、3つぐらいに、しといたんだけど、もう他にもいっぱいね、試したかったものもあったんだよね。まあ、プライベートの時にね、ちょこちょこね、コンビニによっては1個なんか食べてみたいなことやってたんだけど、それなんじゃさ、全然さ、時間かかるから、いろんなの食べれてほんと楽しかったなあ。ちょっと写真見よう。写真見よう。何があったっけ？あん中でみんなも食べたこともあったものとかいっぱいあったかな？なんかそんなにめちゃくちゃなんか珍しいやつ選んでたつもりはなかったんだけど、セブンイレブンがカレーパンとか、もう関係ないからこれ写真変えるか。よいしょ。なんか、綺麗になった。画面が綺麗になった。皆さん予定調整うますぎる。そうね。そうね。本当にありがたい。楽しかったね。もう年末、年明けだからさ、みんな忙しいかなと思ったからさ、全然さ、時間ある人だけでいいよって言ったら、3人ともありがてえ、ありがてえ。すっきり、すっきり。そうそうそう。んで、いやー、セブンはね、カレーパン、ソーセージおにぎり、シュークリームとたらこのじゃがりこ美味しかったね。じゃがりこがやっぱ一番好きだったかも。で、他に、これ全然配信関係ないけど、プライベートの時に、コンビニ、セブンの揚げ鶏かな食べたんだけど、あれがね、美味しかったな。なんなら、七チキ食べたんだっけ？あれ？七チキ食べてたっけ？あれ？忘れちゃった。忘れちゃったけど確か、ローソンかファミマどっちかでも揚げ鶏食べたんだけど、コンビニのメインのなんとかチキみたいなやつよりも、揚げ鶏の方が好きだった。揚げ鶏美味しくない？みんな。のびそれが好きだったやっぱりシンプルだからかな。なんか、あれ揚げ鶏美味しくねえと思って、違うコンビニでも揚げ鶏やったから揚げ鶏食べたら、それの方が美味しかったなんとかチキよりも揚げ鶏の方が美味しい。ファミチキだ！ファミチキよりも、揚げ鶏の方が好きだった。確かファミマでも揚げ鶏食べたんだもん。やっぱシンプルの方が好きなんだなって思った、自分でも。多分、揚げ鶏はあんまりなんかいろんな胡椒とかそんなにいろいろ味付けつけてないけど、なんかファミチキとかはなんだ、ケンタッキーのフライドチキンみたいな感じの風にするためにいろんな味付けしてると思うんだけど、それ美味しいんだけど、のぴは揚げ鶏派だったな。私も揚げ鶏派！やっぱ美味しいよね、シンプルでね。ねえ。シンプルがやっぱりね、好きだなって思った。美味しかった。そう。でも肉まんは、確か、あれ、麺シップに乗せた肉まんはあれ、どこの肉まんだっけわかる人いるあれ、どこの肉まんだっけな忘れちゃった。でも、あの肉まんも美味しかったけども、どこだっけ？セブンのピザまんピザまん食べてるときさ、これ作った人天才だなって思いながら食べてたんだけどいや、普通のね、肉まんも美味しいんだけど、なんかピザをピザまんにしたことによって、なんか
なんかさらに美味しくなった感じがして、うまって思いながら食べてた。もうピザマン思いついた人天才だなーって思って。あ、ファミマだっけ？そう。ファミマのね、肉まんも全然美味しかったんだけど、ピザマンはね、まあ、セブンとか関係なくて多分、のぴが普通にピザマンが好きなんだと思うんだけど、ピザマンうめーって思いながら食べてましたね。ピザをまんじゅうにした人天才。ね、その発想がさ、よく思いついたなと思って。でさ、ピザマンにすること、違う、ピザマンじゃなくて、まんじゅうにすること、肉まんにすることによって、チーズがずっとあったかいじゃん。ピザってさ、なんか冷めちゃったらさ、チーズ硬くなってくるじゃん、後半。でもさ、まんじゅうにしてることによってさ、チーズが中にずっとさ、こう囲まれてるからさ、あったかいからさ、ずーっと伸びてるの。そう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 。そう。それで、うわー、すごい。もう待って、ナイトボットがまた狂ってる。狂ってはないか。ナイトボットどうしたんだ？なんで今日こんなに変な調子なんだろう。九州地方だとコンビニの肉まんにポン酢がついてきます。あ、ポン酢も合うよね、絶対普通の肉まん。絶対、合うわ。絶対合う。いやでもコンビニ配信をね、みんなでわちゃわちゃしまして。楽しかったね。確か席順が、テーブルに4人で囲んでて、のびの右側に猫ちゃんが座ってて、で、のびの向かい側にもちちゃんで、その隣にえにちゃんが座ってたんだけど、もう、そう、4人に会って思ったのが、もちちゃんはね、すごいね、目を合わせてくれる、目を合わせて話してくれるタイプだなって思った。すごい。Naipa missed you? Maybe, yeah. It was bored because it didn't have any work to do when I was off. Hello, Nopi. Hope you had a great trip in Japan. I did. Thank you. Thank you. Good to see you. Welcome. Yep. I miss Japan so much already. でもね、もちちゃんはすごい目を合わせて話してくれる。猫ちゃんはね、髪の毛サラッサラ。猫ちゃん髪の毛サラッサラ。髪の毛超綺麗って思った、会った時。えにちゃんはね、ちっちゃくて可愛かった。でね、なんか、やっぱりみんなも最近、えにちゃんのことえにきっていう、えにちゃん、少年えにきっていうじゃん。なんか、今までは、今までとか最初の方はさ、やっぱすごい、なんか、しっかりした一番お姉ちゃんみたいな感じのイメージが本当あって、なおさらなんかお姉ちゃんじゃなくなったのが悪いわけじゃないんだけど、いい意味でなんかもっとなんだ、無邪気なちょっと子供要素が見えて、こういう面もあるんだと思って。猫先生髪の毛すごいこだわってるって言ってましたね。ね、そう、めっちゃサラサラだった。なんでそんなサラサラなの教えてって思うくらいめっちゃサラサラだった。めっちゃ髪の毛に手通したかった。通さなかったけどね、さすがに。いやー、楽しかったね。あとは何かあったかな、コンビニの時に。面白い話。コンビニの時はね、あんな感じだったな。まんまあんな感じで、特に、なんかあったかな。いや、なんか、違う、待って。忘れてるじゃん。クリスマスの忘れてる、順番忘れてる。クリスマスの配信の後に、なんだっけ。クリスマスの配信の後に、みんなで、お餅食べに行ったんだ、お餅。お餅の写真が、これは、でかい。えにちゃんがさ、ツイッターに写真載せたじゃん。これですね。クリスマスの配信の後にこれに行きましたね。すんごい美味しかった。もちちゃんと猫ちゃんかなが見つけてくれて行ったんだけど、すごいね、楽しかった。そう、もちちゃんの身代わりをたくさん食べて、もちちゃんが共食いした時ですね。
そう、このね、写真ね、動画に入ってたと思うんだけど、お餅つき体験ができて、すんごい量のお餅も食べた。もう1年分食べたんじゃねえか。もうお餅いいやと思いながらも全然その後お餅も食べましたね。全然その後も普通にお餅食べました、のぴは。お餅大好きだから。そう。で、動画でね、ペッタンペッタンしてたじゃん。そう。なんか、3人のうち誰かはなんか小学校のうちの時とかにやったことあるかもしんないみたいな。小学校がなんか子供の頃かなんかにやったことあるって言ってた。あ、まあ、もちちゃんじゃなくて、えにちゃんか猫ちゃんどっちかが言ってたんだけど、でもあんまりなんか記憶がないみたいな言い方してたから、実際にこうちゃんと記憶がある感じで、お餅つきしたことあるっていうのがのぴだけだった。のぴだけだった。一番お餅つきとかしてなさそうなのに、してた。唯一。のぴはね、ちっちゃい頃とかによく、やってたんだよ。そう、魔界にもやっぱり日本人がいっぱい住んでる地域とかあるから、そこに、お寺みたいなのがあって、毎回、年末とかになるとみんなで集まってお餅つきするんだよ。そう。だから、ちっちゃい頃毎年のように行ってたから、覚えてるんだよね。つきたてのお餅美味しいですよね。すっごい美味しかったよ。美味しかった。そう、憧れるからこそ、あと、やっぱりなんか、日本に住んでないからこそ、日本の文化をもっと、こう、大切にしましょうみたいな意識が上がるんだと思う。多分。だから、そう、お餅つきもしてたし、なんか習字とかもやったし、なんかお茶もやったし、いろいろやってたね。でもそう、お餅つき4人でやって、で、自分たちでついたお餅も食べれたし、店主さんが作ってくれた、朝一に作ってくれたお餅も食べて、めっちゃ美味しかった。こんなぴー。ひょっとしてそれで餅が好きになったんですか？いや、そんなことないと思うよ。多分普通にそれがきっかけっていうよりも、単にお餅が好きだから。単にお餅が好きだからだと思う。そう。んで、これはのぴが撮った写真ね。これは、ドン。こんな感じ。こんな感じに、お餅をいろんな風に食べれたんだけど、最初は焼き餅にして、こうやって、好きな薬味、全部ね、手作りだったんだよ。まあ、お海苔はさすがに手作りかわかんないけど、薬味とか、これなんか生姜で、これお味噌で、これは、なんだっけこれ。忘れちゃった。忘れちゃったけど、で、なんか、ほうじ茶も美味しくて、お餅を焼いて、食べて、お醤油もあったりして、美味しかった。めっちゃうまかった。この味噌がね、手作りらしかったんだけど、確か手作りって言ってたんだけど、味噌が超うまかった。あ、関さんギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ギフト当たった方もウェルカム。チュリップくんのお腹の上で焼いてる。あ、ここにね、おしぼりが映っててさ、なんか映えないなと思ったから隠した。おしぼりと思って。使った後のおしぼりが映ってたからちょっと隠したくて。美味しかった。でね、お餅のいろんな食べ方があったのが、ここにある薬味とかいろいろつけたり食べたりもできたし、焼き餅もできたし、あとはぜんざいもあったし、きなこ餅も食べれたし、めっちゃね、食べたわ。すんごい食べた。あ、海苔と柚子胡椒か。のびね、柚子胡椒ちょっと苦手だったから柚子胡椒あんまり食べなかったんだけど、柚子胡椒と醤油とお味噌。お味噌がマジで美味しかった。てーてー話聞いてたら泣きたくなった。ありがとうございます。Those crispy mochi look really good. Yeah, and these mochi were the owner, he like made it first thing that morning, so it was super fresh. Super fresh mochi. It was really good. そう。で、これの席順がのぴが右端に座ってて、左に猫ちゃん座ってて、で、のぴの向かいにもちちゃんで、もちちゃんの隣がえにちゃんだったんだけど、
もちちゃんがさ、4つあるじゃん、餅がここに。この4つの餅の1個を、この自分でひっくり返して焼くから、お餅1個をこのおじちゃんの中にドボンって入れててさ、あー、入れちゃったとかって、落としちゃったとかっつって。で、もう1個代わりに新しいのをもらってたんだけどさ、すごい綺麗にポチャンって入ってさ、どこに落としてんのって。ね、そう、もちちゃん、猫ちゃんがさ、はい、ツイッターかなんかでさ、もちちゃんをよく、なんか物を落とすみたいなこと言ってたじゃん。ほんともちちゃんね、ご飯食べてる時だけかな、なんかあったかな、他に。また、ご飯食べてる時は、高確率でなんか落としてた。でも、このほうじ茶に餅をドボンって入れたのが一番印象的だった。餅ダイブ、そう。可愛かったね。面白かった。おててゆるゆる、そう、おててゆるゆるって猫ちゃん言ってたじゃん。はい、ツイッターで。そう。美味しかった。でも、お餅が。本当に美味しかった。もう腹パンパンだったから。パンパンやったよ、みんな。これが結構朝早く行ったんだよ。朝早く行ったのに、もう夜までずーっとお腹全然空かなくて、もうお腹パンパンだからさ、その後、何するっつって、何しよっかっつって。で、近くに、上野動物園があったから、上野動物園を4人でずーっと歩いてました。パンダ見ました。パンダの写真だけ。他の動物の写真撮ってないんだよね。パンダだけ撮りました。パンダだけ撮りました。Yeah, there were 2 pandas that we saw, and there were also twin baby pandas, but the line for that was so freaking long, so we gave up on that. そう、パンダ、大人のパンダが2頭いて、で、赤ちゃんパンダの双子がいたんだけど、その赤ちゃんパンダ見るための、列が長すぎて諦めました。そう、パンダのお財布、そう。これ上野動物園なんだけど、上野動物園の駅にあるさ、よく駅にさ、あるちっちゃい雑貨屋さんとかあるじゃん。そこにすっごい可愛いパンダのね、お財布あってね、買おうかなって、上野駅に着いた時に見かけて、あ、これ可愛い、ちょっと買うかちょっと考えて、帰りまでには決めようと思ったんだけど、帰り遅すぎて買えなかったんだよね。そう、そのパンダのお財布。で、そう、ネットで買えるか調べたんだけど、出てこなくて、だから、残念。次日本行った時にまで売っててくれ。でもね、上野動物園行ったことある、じゃあ上野動物園じゃない。上野の駅に行ったことある人はわかると思うけど、もう上野の駅、パンダだらけだから。マジで、ちょっとまた、プライベートで一人で、来ようかなって思うぐらいパンダグッズで溢れてて、でもちょっと行くチャンスなかったんだよね、上野遠いから。パンダ久しぶりに見た？のぴもね、パンダ久しぶりに見た。のぴの人生初のパンダは、リアルパンダは上野動物園のパンダだった。でもそのパンダはね、もう亡くなっちゃったんだけど、結構前。数年前かな？どんぐらい前かな？に、亡くなっちゃったんだけど、初めてのリアルパンダは上野動物園でのパンダだった。可愛かったね。もうあとはなんだ、いろんな動物ね、ちゃんと見回ってね、見たんだけど、4人、まあ、のぴってよりも3人の、なんか、ゲーム実況してんのかみたいな実況、その動物たちの実況がね、めっちゃ面白かった。特にね、猫ちゃんがすごかったな。猫ちゃんの動物の実況がすごかった。もうね、これをね、なんだ、動物のなんかフリー素材を取ってきて、それの実況動画をボイスとして販売したら面白いんじゃないかってぐらい面白かった。まずはだいたい猫ちゃんが始めて、それに他の2人がめっちゃ乗っかるみたいな。
なかなかいないと思うよ、動物園行ってそんなことしてる人たち。ね、面白かったよ。なんか見てる動物たちの気持ちになって話したりとか、全然なんか動物たちが何してるかの実況とか、面白かった。いっぱい見たよ、いろんな動物。久しぶりに動物園行った。猿もいたし、ゾウさんもいたし、フラミンゴもいたし、いろんな鳥もいたし、何がいたっけな。レッサーパンダも、レッサーパンダかわいいね。レッサーパンダもいたし、ペンギンもいたし、ペンギンの周り魚臭かったけど。楽しかった。もう一日中歩いてて、で、結構、閉店じゃない。開園じゃないか。何閉店閉店はお店か。閉園か。閉園違うわかんないや。とりあえず動物園が閉まる直前までずっと歩いてて、見回ってて、閉園か。閉園までブラブラしてて、で、その後はみんなで、ね、ご飯行ったんだけど、本屋さんも美味しかったね。エニちゃんのおすすめの場所に行ったんだけど、すごい美味しかった。そこでもね、いっぱいお話しして、すごいね、充実した日でしたよ。あ、そうだ。それで、上野動物園に行った上野動物園じゃない、上野の駅、って広いじゃん。上野の駅って広くない？めっちゃくちゃ。あんなに広いって知らなくて。で、上野の駅の中にガチャガチャがいっぱいあるとこあるんだよ。そのガチャガチャが気になって見に行って、なんか面白いガチャガチャないかなと思って見て。んで、あったガチャガチャが、なんか、ボタンを押したら、なんか面白いフレーズを言うみたいな、ようなガチャガチャだったのね。なんか、で、あ、そうなんだ、なんか音が鳴るんだと思って、なんか、面白いフレーズのやつだったら、ちょっと配信で使いたいなと思って買ったんだよ。でもそしたら結局さ、音鳴らないで、光るだけなんだけど。で、のぴが買ったら、みんなも買うとかつって、みんなも一個ずつ買ったのね、なぜか。で、みんな、音が鳴ると思って買ったの。でも音鳴らないで光るだけっていう、このガチャガチャ買った。光るだけ光るだけのガチャガチャ4人で買った。それを2人被ってんの。お箸くださいが被ってる。エニちゃんがお待ちくださいで、のびともっちゃんがお箸くださいで、猫ちゃんが褒めてください。のびは音が鳴ると思ってたから、褒めてくださいが欲しいと思って、ガチャガチャ回したのに、光るだけでその上お箸くださいだった。そう。っていうね、ちょっとお金を無駄にしてしまったガチャガチャ。あれ今見ると、エニちゃんのだけ何も持ってないじゃん。お待ちください。本当に立って待ってるだけって意味か。そう、この光るだけのガチャガチャを買いました。お箸くださいはそう、使いにくいよね。お待ちくださいと褒めてくださいは使いやすいけど、お箸ください使いにくい。で、これを、リュック、帰る時のリュックの一番、なんだ外側に近いポッケに入れてたのね。ポッケがいっぱいあるリュックだったから。で、そしたらなんか、リュックにいろいろ詰めてる時に、あれなんか電気ついてんな、なんか光ってんなと思ったら、これが光ってた、リュックの中で。このボタンが結構なんか、すぐ触ったら光るっぽくて、リュックの中でなんか、ポツンと光ってた。いい思い出ですね。4人で、全然使えない、しょうもないガチャガチャのおもちゃを引いたっていうで。後日、2回目にプライベートで4人で遊んだ時に、猫ちゃんが、なんか、ちゃんとしたものを4人でお揃いで買いたいですねって言ってくれて、そうだねって思って探してたんだけど、全然見つからなかったから、結局これだけ。4人でお揃い
4人のお揃いのものこれ本当はね、なんかかわいいみんなのメンバーカラーのなんか買いたいねって言ってたのに見つかんなくて、1日が終わっちゃって、これだけ。そう、こういうものも思い出として笑い話になって楽しい。そう、楽しいんだけど確かにお揃いのものなんか買いたかった。これじゃなくて、これ以外のなんかお揃いのもの買いたかった。唯一のお揃いがこれっていう。ちゃんとしてないでしょだってさ、そう、みんなのお揃いがあるのつってこれ出してさ、みたいな。それがお揃い？まあ確かにお揃いだけど、なんかちょっと違うでしょみたいな。っていう感じでしたね。うん。で、その後にコンビニ配信があって、さっき話したね。で、その後にまたあったんだよね。その時は、のぴが、もう、昔っていうか、その場所が、空いた時から行きたいってずっと思ってたんだけど、行くチャンスがなくて、あとまあ、一緒に行く人がいなくてちょっと遠いんだよね、場所が。知ってる方は知ってると思うけど、豊洲にある、チームラボプラネッツっていう、場所展示、いろいろ、なんか、インタラクティブな、キラキラした部屋とかがある場所なんだけど、ちょっと写真貼るね。うわお、でかい。これもでかい。こういうなんかキラキラした、この部屋、すごい広くて、なんかキラキラしたのがいっぱい天井から垂れ下がってて、で、もう部屋の4面じゃない。壁も、地面も、天井も、鏡張りの部屋なんだけど、だからすごいキラキラしてる部屋なんだけど、これは。だからもうこれ、天井の上の方しか撮ってないんだけど、いろんな人映っちゃうから。こういうキラキラした部屋とか、いろいろな、こう、体全部で、なんか、感じる、体全部で、感じる部屋、感じるもの、感じる説明が下手すぎる。まあ、そういうところに行ったのね、いろんな部屋があるんだけど、豊洲にあるんだけど、外国人観光客にすごく人気な場所なのね。で、実際行ったら、マジで8割外国人の観光客ばっかりで、なんか、日本って最近、やっぱり、コロナが落ち着いたから観光客いっぱいいるからよく見るけども、多分日本の中で一番観光客が集まってるんじゃないかってぐらいすごい人だった。なんか、列に並んでる時も日本人の家族がいて、お母さんが子供たちに、ここは外国人の観光客がいっぱいいるから日本語通じない時があるかもしれないから、何かあったらソーリーって言うんだよとかって言ってて可愛いなと思ったんだけど、っていうぐらい本当に日本人よりも外国人の方がすごい多くて、でなんか入る時のアナウンスも最初が英語だったんだよ。なんか日本でもやっぱりアナウンスが英語だったりいろんな他の言語で喋ったりするとこあるけど、大体日本語で英語で、日本語英語っていう順番じゃん。そこもね、最初から英語でおーって思った、めっちゃ。そう、体験型アート。そう、体験型アートです。そう。チームラボ修学旅行の時に行った。本当に綺麗だよね。で、なんかもう初っ端から靴脱いでくださいみたいな。で、靴と靴下脱いでくださいって、大人だと膝より上ぐらい、膝下か膝上ぐらい、背によっては、ぐらいまで水に浸かりますよ。なので気をつけてくださいみたいなアナウンスがあるんだけど、靴脱いでロッカーみたいなのがあって、で、トイレもね、靴脱いだままだからスリッパがね、用意されてて、すごいね、面白かった。で、一つ目の、入ったらすぐに真っ暗な廊下があって、で、その真っ暗な廊下に水がすごいなんか川みたいに溜まってて、で、そこの廊下通って、でそしたら足拭いてタオルとかいっぱいあるから、
そしたら、この部屋にあるんだよね。で、この部屋も、この色だけじゃなくて、いろんな色のキラキラになったりするんだけど、一番この色がのびは好きだったな。あと一番写真映えする色はこれだったんだけど、いろんな虹の色。そう、初めて知った。そう、なんか、のびが、3人に、ここ行きたいんだけど、つって、って言ったら、なんか、みんなは知らなかった気がする。知ってるメンバーもいたけど、知らないメンバーもいて、意外と思って。なんか、SNS とかで日本の旅行のおすすめ場所みたいな、そういう取り上げてる、この海外のインフルエンサーとかは、大体絶対ここ入ってるぐらい、高確率で入ってるぐらいめっちゃ人気な観光スポット、日本の中で。そう、ぜひ皆さんもね、こういうの好きだったら行ってみてください。ただちょっと豊洲がね、遠いんよね。まあ、のっぴにとっては遠かった。だから、行くタイミングもなかったし、一緒に行ってくれる人もいなくて。だから、猫ちゃんがなんか、のびちゃん帰る前にまた一回遊びませんかって言ってくれて、遊ぼうっつって、のびちゃん行きたいとこならどこでもついてきますよって言ってくれたから、ちょっと遠いけどここでもいいっつったら、いいですよって言ってくれて。他の二人も空いてたら一緒に行こうって誘おうっつったら、他の二人も空いてたから、4人で行きました。楽しかった。で、あとは、この部屋以外にも、うわ、でかっ。毎回でかいな。こういうね、白い風船というよりも玉？空気で膨らんでる玉がある部屋があって、で、その光でいろんな色にするみたいな。こういう色もあったりしてね。面白かったよ。こういうね、綺麗なお部屋がありました。で、なんか、風船っていうか空気で膨らましてるから、触ったらなんかプニプニしてる。でね、こういうちょっと変わったオブジェみたいなのがいっぱいある場所なんだよね。かわいいよね、そう。で、これ真っ白な風船っていうかボールに、このカラフルなライトで色変えてるから、すごいね、綺麗で、エニちゃんがね、その日ね、真っ白なお洋服で来たの。すごい可愛い真っ白なお洋服で。で、エニちゃんも真っ白だからライトがすごい綺麗にね、風船と一緒にね、エニちゃんのお洋服も綺麗にね、ライトアップされてたから、誰もいないとこがあってエニちゃんがいたから、エニちゃんそこで止まって立って写真撮るからっつって。で、撮ってあげてね、可愛いポーズしてね、撮りました。で、あとね、風船がね、全然、これ天井の上の方しか撮ってないんだけど、下にもいっぱい、あって、で、風船が、全然、立ったら、頭の真上にあるぐらいの高さにある風船とかもあって、で、そこでエニちゃんとノッピがなんか立ってて、で、二人で頭でボイン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 ってやったりもしてね、楽しかったね。あとはね、あとね、これさ、風船がさ、ずっと空気入れられてるから、ちょっとだけ聞こえるんだよ。その空気入れてるマシーンがブーンってちょっとだけね。そしたら、もちちゃんが、これ全部繋がってないよねとかっつってさ。だからさ、1個割れたら全部がパーンってなるってことじゃん。全部繋がってたら。いやでもさすがにね、全部は繋がってなかったと思う。なんか裏みたいなの見たら全部は繋がってなかった。そう、もちちゃんがね、なんか意外とね、ビビリでさ、どこだっけ、動物園行ってた時も、鳩がいっぱいいたのね。動物園に行く道に鳩がいっぱいいて、で、もちちゃん、鳩がすごい嫌いみたいで、なんか鳩が近づくと、いやーとかつって、あっち行けとかつって、ね、めっちゃ鳩嫌い。めっちゃ鳩嫌いなんだと思ってね、なんか虫を見るかのように鳩をね、嫌ってた。面白かったね。
で、あとは次の部屋どれだっけな。なんかドーム型の部屋で、そのドームの天井、床に寝っ転がって、その上を見るっていう部屋だったんだけど、季節の花を季節ごとに順番で出すっていう部屋があったのね。多分これ春なんだけど、なんかのびのさ、携帯のカメラさ、何なのかよくわかんないんだけど、全部ブレた写真しか撮れてないんだよね。全部ブレブレなんだよ、なぜか。なんでiPhone なのにさ、高機能なはずなのにブレブレの写真しか撮れてないの。なんか、すごい広めな部屋でドーム型で、そのドーム型の床に寝っ転がって天井を見て、なんかお花がブワーって流れてくるのを見るんだけど、なんか流れてくるんだけど、これ春のお花で、夏かなこれ。夏そうだね。夏があって、これ綺麗なんだよ。でもなんかのぴのカメラじゃ全然なんかブレてて伝わらない綺麗だよでね、ひまわりだけの時もあってすごい綺麗だったからね、のぴひまわり好きだから、ひまわりだけの夏。で、春、夏。で、秋がちょっとわかんないや。あれ撮ってないかもしれない春、夏、秋、冬であるんだよ、一応。これいつだ？これいつの花かわかんない。これ春？秋？わかんないけど、とりあえず春、夏、秋、冬で変わるのね。で、なんかいろんなお花があって、そう。で、もちちゃんとかえにちゃんとかね、すごいね、お花に詳しかった。で、これ、春、夏、秋、冬じゃんとかと思って、じゃあこれ、きっと、チューリップ来るんじゃないとかっつって、チューリップ待ちしてたけど、チューリップ来なかったわ。チューリップ待ちしてたのに、チューリップも来なくてちょっと悲しかった。そう。んで、なんか寝っ転がってて、のびの隣にもちちゃんが寝っ転がってて、えにちゃんと猫ちゃんが多分手前の、のびたちの足のエリアぐらいに多分寝っ転がってたと思うんだけど、で、途中からえにちゃんが近づいてきて、えにちゃんも、だから、もちちゃんともちちゃんとのびが並んでて、頭を合わせて、えにちゃんが、足が反対向きで頭だけくっつけて近寄ってきて、多分猫ちゃんがその、もちちゃんの隣だったと思うんだけど、でみんなで寝っ転がってね、ずっと天井見て、あ、これ何の花だあれ、あの花来るかな来たみたいなのとずっとやってた。15分、20分ぐらい。そう。みんなお花に詳しくてびっくりしたね。絶対ね、あれね、寝れるよ。のびも後半眠くなったもん。蝶々とか飛んで、蝶々飛んでたよ。蝶々飛んでた。なんか青い蝶々とかがね、春の時かなに飛んでたね。綺麗でした。めっちゃ眠くなりそうだった。真っ暗だしさ、いっぱい人がいて。で、この部屋の前にかな、確か。この部屋の前に、すごい、水が、ほんと膝ぐらいまで来るお部屋があって、で、その部屋はもう水で、天井から、プロジェクションマッピングが水の上、なんか水が白く濁らせられてたから、そのプロジェクションマッピングが、綺麗に映るようになってて、で、なんかいろんな色の鯉とか、なんだっけな、なんかいろんな色の、なんかお花みたいな模様とかを照らして、鯉がずっと泳いでるみたいな部屋なんだけど、で、その中の部屋で、もちちゃんが、もちの色の鯉を探してるのとかつって探してた。可愛かった。でもなんかすごい、あれの匂いがしたの。chlorine. What's chlorine in Japanese? chlorine なんだっけ、なんとかそう。塩素かな。塩素の匂いがすごかった。なんか、多分だけど、きっとね、いろんな人がさ、足入れるからさ、殺菌のためにしてるんだろうけど、みんなが、塩素くせ頭痛くなるとかついてたよ。3人とも。でもそこが一番水がすごく深くあるエリアだったね。で、あと壁も鏡張りになってて、
基本ね、この施設はね、全部部屋の壁とかはね、鏡張りになってる。その廊下以外はプールの匂い、そう、プールの匂い。そう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 。そうそうそう。あとね、途中のどっかの廊下がね、その、足の感覚も楽しむみたいな場所だから、床がなんかいろんな、食感の、なんかフロアになってて、なんか、ちょっと触り心地がいいとこもあったし、デコボコしてて、あれみたい、なんだっけ。あれなんだっけ、あの時は名前は覚えてたのに。つぼ押しみたいな感じの地面になってたり、なんかザラザラしてたり、なんか面白い食感の、フロアになってたりして。そう、足つぼみたいに痛いの、普通に。あとね、どっかの部屋がね、なんか、でっかいヨギボーみたいなのを、地面にいっぱい埋め尽くしたみたいな部屋があるの。でも、なんか、埋まっちゃうの。すっごい面白かった、その部屋。すごい小さかったからすぐ通過しちゃうんだけど、のっぴなんかもうすぐ、足場が悪いのか、バランスが悪いのかわかんないけど、すぐ膝ついちゃって、でもふかふかだから痛くないんだけど、すごいね、でっかいクッションをいっぱい詰めたような部屋で、そこも楽しかったな。そう、そっから、もうそこ、なんか通過するような部屋だったから、長くは入れなかったんだけど、長く入れるんだったらそこにね、埋まりたかった。あとは何があったっけな。あとは、何の部屋があったっけ。なんか、卵がいっぱいある部屋があったのね。で、卵もすごい鏡みたいな感じだったから、ちょっと写真は反射が怖いから載せないんだけど、反射しまくり部屋みたいな。壁も鏡だし、その卵も鏡みたいな素材でできてるから、なんか絶対反射してねえだろうと思っても絶対多分どっかで反射してるような部屋で、なんかすごい霧みたいなのもあって、で卵もなんか芝生みたいな上に乗っかってて、なんかなんだろう、竜神様でも出てくるんじゃないかみたいな感じの雰囲気のよくわからない部屋もあった。あとはね、多分、その一番最初に見せたキラキラな部屋と、今から見せるお花の部屋がここの施設の目玉というかよく広告とかで使われる部屋なんだけど、このお花の部屋、天井から、これ本物のお花なの。天井から、この本物の花をたくさん垂らしてる部屋で、で、もちろんここも鏡張りの部屋なんだけど、だからなんか、多分なんかコンセプトがさ、なんかインフィニティみたいな、永遠みたいな感じのコンセプトがあると思うんだけど、とりあえず全部鏡張りにするんだよ。だからなんか永遠にお花の部屋みたいな。で、そのお花が、こう、上げ下げで、高さ調整されるんだよ。なんか、どういう順番か知らないけど、なんか、最初はめちゃくちゃ低いのね。だから、ほふ前進みたいな感じでならないと、ほふ前進しないとなんか、進めないみたいなぐらいの高さまで。でもなんか、ほふ前進のぴし始めたら、ブイーンとか上がったんだけどさ。で、なんか、その部屋にしばらくいたりして。でもね、このね、お花ね、本物のお花なのにね、全然虫いなかった。だから虫があんまり、なんか、寄りつかないお花なのかなって思いながら、なんか、その虫がいないから、なんか最初、フェイクのお花かなと思ってた。でもね、本物だった、ちゃんと。すごい、面白かった。かな？これが多分最後の部屋だった気がする。でもね、1時間 ?2 時間？どんぐらいだっけ？ちょっと、あれ待って、どんぐらいだっけな？写真見れば、あれ、何時間？ 1 時間だった。それより長かった。なんか、もうこんなに時間経ったのみたいな。この時間とで終わったのか？1時間半 !1 時間半だったの、全部。回って。もう1時間半があっという間に終わっちゃった。
室内で育てられてるから虫がいないのかな。いやーでもそんなことないと思うよ。だって室内で育てたさ、お花とか植物も全然虫湧くじゃん。全然虫、たくさんじゃなくても少しは虫寄ってきちゃうじゃん。でも、ここね、虫一匹も飛んでなかった。虫飛んでたらわかるからね、もちちゃんが、うわーとかって言ってそうだからさ、わかるけど、虫ね、全然いなかった。すごい楽しかったです。そう。で、その後は、豊洲にあんまりなんか、いろいろ他にすることがないから、猫ちゃんがスカイツリー、本当は猫ちゃんスカイツリー上がったことないから、スカイツリー行こうっつったんだけど、結局は空町だけでご飯食べたんだけど、そう。空町でご飯、どうしよう、これ麺系にしようかな。いいか、麺系は他の写真にしよう。これを、なんかいろんな世界のビールが、のびビール飲まないから関係ないけどいろんな世界のビールが飲めるっていうお店が空町にあって、そこでみんなで飲みながらご飯食べました。ここはね、えにちゃんがなんか前に来たことあるとかって言ってたから、ね、めっちゃ並んでたの、どこもめちゃくちゃ。だから、でもここすぐ入れたから待たずに入れたのがここって感じだったから、じゃあいいじゃんって言ってここにします。お酒の順番も一応、アクスタの順番と同じ、アクスタの順番と同じかな、違うかもしれない。こっち、これ、間違えた。手前の、これシャンパンなんだけど、これのピで、これ猫ちゃんね、これもちちゃんね、これえにちゃん。えにちゃんのグラス超でかかった。超でかかった。これ以外はちゃんと食べたけど。他に何食べたっけな。なんかステーキみたいなの食べたし、ピザも食べたし、あとは、何食べたっけ。なんかおつまみみたいなのをみんなでちょびちょび食べながらお話ししてました。でっかかった。すんごいでかかった。他にもね、いろいろ飲んだりしたけど、最初の方にね、パシャって取りました。林先生、そうで、えいちゃんは自体はさ、ちっちゃいからさ、余計でかく見えるの。500ミリぐらいのが入ってんのかなこれ。500ミリのグラスすんごいでかかった。楽しかったですね、あっという間。で、この後に、スカイツリーの空町に入ってる、抹茶のアイス屋さん知ってる人いるかな、名前なんだっけ、なんか有名な京都の、抹茶屋さんなんだけど、のびはね、日本行くと、なんか絶対に空町行くんだよ、なぜか。なぜかっていうか、なんか空町っていろいろあるから、行っちゃうんだけど、だから空町行くと絶対というか、必ず行ってるな。そこのアイス屋さんなんか甘いもん食べたいねとかってなって、じゃあ抹茶屋さん行こうよつって。で、抹茶屋さん、のびは抹茶のフロートみたいなの頼んだ。他の3人は、なんかアイス。何アイスだったっけ、なんか飲んでたじゃない食べてた。こんのぴです、こんのぴ。こんのぴ。そう、祇園辻。それ。美味しいよね、あそこの抹茶アイス。抹茶もちゃんと濃いし。あとね、ほうじ茶とか、あとなんだっけ、もう一個なんか、もう一種類あるんだよね。なんかスカイツリー特別の3種類食べれるパフェみたいなのがあって、それ前に食べたことある、日本行った。そう、あそこはね、スカイツリーの空町行くんだったら、あそこ行くだろうって感じでも、毎回のっぴは行った。美味しかった。って感じで、一日あっという間に終わっちゃいましたね。本当に楽しかったね。4人でね、いっぱいおしゃべりしたね。いろんな、全然配信と関係ない話もいっぱいできたから楽しかった。なんか、なんだろう。普段は、でも、普段も配信とか活動の関係の話ばっかりするわけじゃないけど、なんか、本当に1ミリも関係もない話
をたくさんした。だからそれがすごいなんか、なんだろう。それも直接、こう同じ部屋にいて、喋ってるっていうのがなんか、こうやっぱ新鮮だし、楽しいよね。行ったことなかったところ、本当におすすめです。多分毎回行くたんび並んでる。でものっぴたちはね、結構ね、遅くに行ったからすぐ誰も並んでなかったからよかったけど。今度はちゃんともち戦争。今回はもちちゃんちゃんとね、アクスタ見つけた。前回はね、なんか見つからないで、職員証を持ってきてたんだけど、今回はちゃんとアクスタ見つけたって持ってきた。そうそうそう。本当はね、チームラボの中でも写真、アクスタで撮りたいねって言ってたんだけど、携帯以外は持ち込みできません。携帯とカメラ以外持ち込みしないでくださいとかって言われちゃって、ダメなんだ、みたいな。で、なんかアクスタを、裸で、アクスタだけで持ってってもよかったんだけど、水のところがあるじゃん。落としたらさ、もう見つかんないからさ、やめようっつって、携帯だけにした。そう。前回はね、なんか、どっかわかんない、見つからないとかって言って、代わりに、職員証持ってきた。だから一人だけ。一人だけ。そう。いや、でも、チームラボプラネッツね、行ったことない人とか知らない人はね、ぜひね、行ってみてほしいです。ちょっとね、チケットがね、お安くはないんですが、楽しいと思います。すごい写真映えしますね。ちょっと似てたそんなに似せようとしてなかったけど、ちょびっと雰囲気だけやってたけど、ちゃんと似てたそう。その日、朝にのぴが、みんなアクスタ持ってこれるなら持ってきてねーっつって。おもちちゃんも見つかったのかなーって思いながら。でもちゃんと見つけて持ってきてた。そう、楽しかったね。あっという間だよ。だから、2日、配信のためにみんなと会って、で、残りの2日は普通に完全にプライベートで遊んだ。いやー、ありがたいね。のっぴのために時間を作ってくれて。次また今年の年末にも会えるかな？会えるかな？お腹すいた。のっぴご飯食べてないんだよね。そういえば。じゃあちょっとお腹すいたから飴舐めよう。あーにゃーめ。そうこれ全然関係ない。これ完全にのぴが、お友達と、遊びに行っただけの時の話なんだけど、二人で、スパイファミリーの映画見ようって言ったのね。スパイファミリーの映画見た人いる？今もやってると思うんだけど、見たかったの。せっかく日本にいるし。でスパイファミリーの、映画見ようって、アーニャーメっていうのがあるんだよ。アーニャーメ。売ってるよ。駄菓子屋さんとか行ったら売ってんじゃないかな。なんか、前までは、コンビニにも売ってる、たまに。アーニャーメン。美味しいね。見た？どうだった？見たかったのにだよ。お友達がチケット買ってくれたのね、ネットで。そしたら、よし、ありがとうっつって行ったらだよ。何番映画館ですって入って、ずっと座って待ってたら、始まったら、あれ？これ違くねって思って。待って。これ違うよね。なんか違うねって。あれ？で、ちょっと待ってみよう。でも永遠にさ、スパイファミリーじゃないんだよ。で、結局見た映画が、韓国の、なんか、世界が滅んでしまって、待って、タイトルなんだっけ？ちょっと、タイトル、面白かったんだよ、映画。めちゃくちゃ面白かったんだけども、全然スパイファミリーとかけ離れた、全然違う映画で、スパイファミリー見る気満々で言ったのに、なんか全然違う、暗い話の映画で、そう、コンクリートユートピアっていうね、映画なんだけど、なんか、
韓国の映画で韓国が設定で、なんかもう、でっかい、ちょっとタイミングがあれなんだけど、大地震が起きてしまって、でも、その、唯一、なんか、大丈夫だった場所が、なんか、ポツンと立ってるアパートで、でもそこのアパートがユートピアみたいになって、そのアパートだけが残ったってことは、このアパートが、なんか選ばれたアパートなんだ、みたいになって、このアパートの住民たちだけで、生き残ってやろうみたいな感じの映画なんだけど、間違ったら、もっと早く気づくべきだったの。チケット買ったよーって送って、写真送ってチケットの QR コードみたいなの送った時に上に書いてあったんだよ。もう、普通に書いてあるんだよ。でも、のぴは、全然そこ見ずに、ありがとうとかつって、終わっちゃってたから。で、チケットも、なんか、のぴは日本語がいっぱいバーって書いてあると、なんかほぼ読まないんだよ。なんか、脳みそがもうシャットダウンしちゃうから、なんかもう、あんまり読もうとしないのね。で、特にカタカナと数字が合わさってる時とか、特になんか、そのチケットも、なんか、お客様の購入番号とかさ、時間とか日にちとか、で、映画館の番号とかいっぱい並んでんだよ、数字とかが。で、カタカナいっぱいなんだよ。だから数字とカタカナが組み合わされると、特にのぴはもうあんまり読まないんだよ。で、書いてあるのに、映画館入ってスキャンして、チケットスキャンしてもらって、何番映画館ですよって言って、でね、一番立ち悪いとか、一番なおさら気がつかなかったのは、のっぴたちが入った映画館の、目の前にスパイファミリーの、切り抜きみたいなやつが立ってたんだよ。アーニャと、名前なんだっけ、お父さんとお母さんの役の人たち。3人で映画の、洋服着て、なんかポーズしてるやつが置いてあったんだよ。だからなおさらそこだと思っちゃうじゃん。合ってるやつ入ってると思っちゃうじゃん。でさ、のっぴなんてさ、楽しみだからさ、買ったポップコーンとさ、その切り抜きのやつと一緒にさ、写真撮ってさ、撮ったのにさ、出てきたらさ、全然違う映画。ロイドと夜、パネルとポップコーンもさ、映画館入る前にパシャーって撮ってさ、入ったらさ、は？スパイファミリーじゃなくね？なんなら実写じゃね？みたいな。最後のね、映画の始まり方も、なんかすごい、やっぱり地震の後だから、いっぱいそのガラキをずーっと映してるわけよ。人間が1ミリも出てこないのね。ずーっと風景だけなのよ。だから、あれスパイファミリーで、今回のスパイファミリーってこんなに暗く始まるの？でも予告見た時すごい明るくて、でもてかこれ実写だね？すごい実写に見えるだけで本当はアニメなのかなとかで思って、最初の数分ずっと待ってんだよ。でも人間来た途端、これ違うじゃんみたいな。でもね、映画は面白かったからいいんだよ。でものぴはもう完全に、スパイファミリーを見に来たっていう気分でね、映画館行ったのにね。行ったからね、すごい悲しかった。そう、皆さんもだからちゃんと確認していきましょう。皆さんも確認しましょう。でもね、あと数日、数日じゃないけど、もうあと日本にいる時間、そんな長くなかったから、もっとね、12月の方でね、見てたらいいんだけど、1月入ってからだったからもう、なんか、またスパイファミリー見に行くみたいな、なってもよかったんだけど、12月だったら。でももう1月だったから、もう帰んなきゃだし、もういいや、諦めようっつって。スパイファミリーも結局見ませんでした。そういう時は映画館はしごしましょう。ね、だってもう遅かったんだよ、結構。なんでそんなに面白いエピソードばっかりこれ。本当に自分でもびっくりした。と思って。なんで？本当にだよ、びっくりしました。でもね、多分ね、今回の旅行の中での一番のハプニングはそれだけだと思う。他になんかあったっけ？
日の配信でなんか話した？忘れてるだけで。なんかあった？ないと思うよ、他に。それだけのはず。他は、至って平和で順調な日本旅行です。配信も全部問題なく終わったし、みんなと遊んだのも何も事件もハプニングもなく終わったし、ルイを友を呼ぶっていうか友達も、ほんとね、それは今回の友達のせいで、まあ、のびも気がつかなかったのびも悪いけど、一番弱く取ったの友達が悪い。うん。うん。いやー、日本帰って美味しいご飯食べたい。っていう感じでした。楽しかったな。いや、先生たちとも4回しか会ってないんだ。4回だけか。ルイは友を呼ぶ。ほんとだよ。ほんとじゃない。違う。そういうわけじゃなくて、そういうわけじゃないんです。あ、スパチャ読み読んでない。スパチャ読み、そうだ。ありがとうございます。忘れてた。そうだ、コンビニの配信のした後に読もうって思ってたのに読んでないや。ごめんなさい。じゃあ今からスパチャ、コンビニ配信のスパチャを読ませていただきたいと思います。さっき、間違えて読んじゃったけど、まだ言ってたさ、皆様、明けましておめでとうございます。そうだよ、皆さん、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい。じゃあ次。岸森みずきさん。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。あ、いっぱい明けもおめスパチャがいっぱいいる。ゴドランさん、明けましておめでとうございます。今年もお願いします。お願いします。中宮さんも、皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。Happy New Year, のっぴ Happy New Year to you too! はるさんも、明けましておめでとうございます。お年玉スパッチャです。今年をよろしくお願いします。ありがとうございます。いや、そう、お年玉と言うとね、のっぴなんてさ、もう、だいぶ大人だからさ、大人になってもだいぶ経ってるからさ、普段お年玉なんてもらわないわけよ。でも日本行くとですね、おばあちゃんとあと親戚の人に、もう、お年玉もらっちゃったお年玉もらっちゃったいらないよって言ったんだよ、ちゃんと。いや、おばあちゃん、いいよ、そんなのってね、ちゃんとやったけど、もらっちゃったわしおアッシュさん、明けましておめでとうございます。新年一発目のオフコラボ、ワキワキ待機しておりました。本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。大鳥りんさん、先生方明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。もう配る方、そうなんだよ。もうだいぶ前から配る方。でも、のぴは別に配る相手とは今年会わなかったからいいんだいいんだお年玉はね、会った時だけにね、あげればいいんだ関さん、明けおめありがとう。ハッピーニューイヤー、待って、そう、関さんそう、虹色スパチャやってびっくりしちゃったよ。明けおめありがとう。ハッピーニューイヤーことよろもう全部、今年をよろしくお願いします。もう絶対書くことさ、なくなってるでしょ、これ関さん。新年も配信楽しみにしてますね。I'm looking forward to your stream in this year. Thank you! ね、大好き。今年はのっぴのペットからのっぴリアに昇格できるように仕事頑張ります。いや、全然いいね。一応ね、メンバーシップの一番上はそののっぴリアで名前になってるけど、一応メンバーシップ自体はのっぴリア、のっぴリアだから大丈夫ですよ。っていうかね、メンバーシップに別に入ってなくてもね、のっぴのことを応援してくれてる方はみんなのっぴリアなので大丈夫です。I love it! I will try my best to be promoted from Nopi's pet Nopilia this year. Thank you! 英語もね、ありがとうございます。誰かに大好きっていう時は、I love you の方がいいですね。になると物になってしまうので。ありがとうございます。英語ありがとうございます。
ペアリーダーさん、何も書いてないスパチャーと、そこから、明けまして、おめでとうございます。今年も1年よろしくお願いします。ありがとうございます。改めまして、先生方、明けましておめでとうございます。2023年は先生たちのデビューから毎日が楽しく忙しい日々でした。来金の方も無事 KVK を実質2位すごで終わりました。すご王国内でも第2位の同盟になって頑張ってます。すご今の時にでも遊びに来てください。切実。これからもテラメタル学園をしていくのでよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあね、ちょっと遊びに行こうかなと思います。ありがとうございます。あ、で、最後の、お年玉スパチャです。どうぞ。いや、もう十分ね、お年玉もらってるんですがね。先生たちの配信を見るようになり、他の VTuber を見て、二次スパチャになるものを見つけた。あ、悪いものを学んでしまいましたね。これはと思い、今日の日にやってみようと楽しみにしてました。いや、楽しみにしないでよ。オフコラボなので投げるか迷いましたが、これで残りの2本を楽しんでください。これからもよろしくお願いします。全然大丈夫だよ。コラボさっきも言ったようにね、コラボの時はちゃんとね、運営さんがね、分けてくださいますので、遠慮なくコラボの時にも、遠慮なくというか、すごい気にせずにしてください。ありがとうございます。青はコメント書けないんだ。あ、そうなのそうなんだ。なるほどね。こんなピです。こんなピ。今ね、ちょっとスパチャ、コンビニ配信の時からのね、スパチャ読ませてもらってます。遠慮なくじゃなくて、気にせずですね。気にせず、コラボの時でも気にせず。はい。仕事行ってきます。あ、フェアリーナさん、ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。いってらっしゃい。やいやい様、お年玉、ありがとうございます。お年玉ありがとうございます。しげときさん、明けましておめでとうございます。昨年は楽しい配信をありがとうございました。いえ、こちらこそ見てくれてありがとうございます。去年よりも一層盛り上がるよう、推し活頑張りたいと思います。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。推し活はね、みんなね、自分のペースで好きなようにしてください。ありがとうございます。サクサクさん。あ、これはさっきのか。ありがとうございます。さっき読ませていただきましたね。ありがとうございます。熱ね、早く治りますように。無理せず。ありがとうございます。で、スパチャはこれだから、今度はじゃあ、あれですね。ギフトも確かいくつかいただいてたので、ギフトもチェックしてみよう。これ以上遠慮なくなったらえらいことになりそう。確かに、本当だわ。それは確かにそうだ。やめましょう。怖い。もともと遠慮してないけどね。確かに。それは確かに遠慮はあんまり感じてないわ。あ、ギフトの方行きますね。お、やいや様、ギフトもありがとうございます。ありがとうございます、いつも。これなんだ？あ、こういうことか。待ってよ。はるさんもギフトありがとうございます。ギフトはね、いいよね。ギフトの機能、例えばのぴもギフトを配れるように早くなりたいな。YouTube さん早くしてくれませんか？未だにのぴたちのチャンネルじゃできないんですが、いつできるようにしてくれるのかな。お、すごい。のぴのコメント欄、みんなメンバー緑、すごい。こう見るとすごい。あ、セッキーさんもギフトたくさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、翔さん、遠慮なくスパチャ投げると聞いたので、ちょっと違うんです。すいません。間違えました。すいません。あ、来日中の定々お話ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。こんな遠慮なく、まだいたださん。応援してます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。間違えました。遠慮なくじゃなくて、気にせずっていう意味ですね。そのコラボ中の時はね。多分ね、気にする人も絶対いると思うので、まあ、ちゃんとね、そこはね、運営さんに頼みましたので、忘れないでくださいねって。でそれはちゃんと運営さんやってくれてるはずなので、やってくれてるので。
いやー、コンビニ配信は楽しかったな。また、次も日本行った時やりたいな。絶対だって、いっぱいあるもん。あとさ、やりたかったのがさ、牛丼やりたかったんでね、ツイッターにも書いたけどさ、牛丼屋さんさ、ほぼ行けなかったね。一回だけ吉野家の、牛丼食べたのね。でも他の牛丼屋さん行く時間がなくて、行きたかったんだよね、本当は。あ、中宮さん。みんな遠慮なくなってしまいましたね。というわけで私も遠慮なく投げます。そういうことじゃないんですが、ありがとうございます。関さんも、今だ今年もよろしくお願いします。I love you. Oh, thank you. いちごこれ、いちご1回それとも1家 ?1 回だよねこれ多分。いちご1回さ。ほな私の遠慮なくこれからも頑張ってください。ありがとうメンバー。3ヶ月ありがとうございます。おギアさん。すごい。ギアさん。ありがとうございます。コラボの時にリアタイできなかったので、今更どうしようかと思ってましたが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。全然大丈夫です。ありがとうございます。皆さん、あれですよ。リアタイできなくてもまあ、教えない方がいいのかもしれないけど、スーパーサンクスっていうのがあるので、多分っていうか、そうしてもらいます。運営さんに。コラボのアーカイブの方のスーパーサンクスもちゃんと、出演してるメンバーで分配してもらえるのでそういうとこ気にされる方はスーパーサンクスでもいいですよ、アーカイブのありがとうございます、でも。やいやい様、今か今年もよろしくお願いします。いやもうね、何人かもう、明けましておめでとうスパチャいただいてますよ。こんにちは。こんにちは。ほんのびん。はるさん、メンバーシップ3ヶ月ありがとう。遠慮しないで今年もたくさん押していきます。ありがとうございます。本当に推し活はね、みんなそれぞれ自分のやり方や自分のペースがありますので、大丈夫ですよ。皆さん。待って。ねえ、もうみんな。しげときさん。改めて今年もよろしくお願いしますってことで投げます。ありがとうございます。本当に。本当ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。メンバーシップもね。いや、今年もね、たくさんのメンバーさんとね、いっぱいいろんなこと。今年は、そうだね、メンバーシップのその配信も、あれだね、なんか、普通に、何をするかまだ迷ってるけど、いろいろやりたいですね。教えのスパチャは実質無料なんで無理してないです。本当ですか？ありがとうございます。メンバーシップの方で、今月から来月ぐらいにちょっと特別な配信を予定してるので、メンバーシップの方限定でちょっと、お願いしたいことがあるので、もしかしたら今週ぐらいにメンバーシップ投稿するかもしれないので、皆さん、チェックしてください。ちょっとみんなのね、協力というか、みんなから聞きたいことがあるので。はい。ちょっとね、ネタバレになるんですが、メンバーの人限定なので、ネタバレになっても他の人には C でお願いしますね。ちょっとね、のびも緊張してるので、その配信は。あとは、でもコンビニの配信は他にあるかな？ちょっと今アーカイブグーってやってますかしらね。しげときさんもギフトいただいてたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはいるかな？どうぞ。あとは。それぐらいかな？ギフトのは。はい、そうですね。じゃあ、コンビニのアーカイブは、全部チェックできたはずなので。しげときさんまたありがとうございます。ギフト10個もありがとうございます。当たった方もおめでとうございます。Welcome. Welcome to Nopi's membership. はい。
じゃあ、今日もいっぱい話したね。今日何時に始めたんだっけ？ 7 時か。8。でもあとちょっとで3時間じゃない？すごっ。今日めっちゃ話した。メンシップがどんどん盛り上がるね。ほんとだ。後でね、写真撮ったやつ、日本でのまだ見せてない写真、メンバーシップ用に撮っといてある写真があるので、後であげようかなと思ってますので、楽しみにしてください。エアリーダーさん遠慮するなと聞いて戻ってきました。あれお仕事はあれお仕事はいや、全然いいんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね。皆さん今年もどうぞよろしくお願いします。明日ね、明日、朝活するかちょっとまだ迷ってて、ちょっと今週じゃない、来週に配信一つ準備結構しなきゃダメな配信があって、だから明日、配信したいんだけどどうしようかなってちょっとまだ迷ってるんだよね。明日ちょっと作業した方がいいけど配信もしたいからちょっと迷ってるので、スケジュール上がった時にチェックしてください。もう少しだけお仕事ならぬお仕事ですとか、そういうことか。そういうことか。漢字間違っちゃったのかなさっき。のぴちゃん色、そうだね。緑のぴの、色ですね。のぴの、一応サブカラーの方ですね。オレンジと緑なので。うまい。ほんと、お仕事ってさ、漢字、見つけた人、ほんとすごい。あれだよね。うまいよね。じゃあ、配信終わったら今日はスケジュール作って。あとね、来週はね、コラボもあります。今年一発目の箱買いコラボですね。テラメタルのコラボも一回したので、今年初の、箱買いコラボもありますので、ちょっとね、一人初めましての方もいるので、ちょっと緊張してますが、楽しみです。なので皆さんも楽しみにしてくれると嬉しいです。実質今も免許配信みたい。確かに。そう、箱買いコラボがありますので、みんなも知ってるメンバーも、いるけど、初めましてもいるので、でも、他の先生と一回コラボしてる人かもしれない。のびは初めてだけど。そう。なので、楽しみです。はい。でね、来週は龍が如くをね、一回は絶対したいなと思ってるので、龍が如く。マジで龍が如く。絶対に龍が如くの配信するときにも同じこと言うけど、本当に、商店街がそっくりの商店街、同じ商店街じゃないんだけど、多分、日本の商店街は似てるところが多いからだと思うんだけど、もう、龍が如くの世界だと思いながら毎回、テンション上がりながら、その商店街入ったり出たりしてました。はい。なので、するので遊びに来てください。じゃあ今日はこの辺しようかな。のびもちょっとお腹空いたので、ちょっと軽く、もう遅いけど、今日ご飯食べてないから軽く食べます。はい。いっぱいすることあります。なので、スケジュールも、今日中、日本時間の今日中にあげる予定でございますので、待っててください。聖地巡礼みたいになってたのか。商店街だけだけどね。でもね、そう、駅も8番出口そっくりでびっくりした。てか、8番出口の、リアルさすごいなって思った。めっちゃ。8番出口もね、駅行ってる時、めっちゃここ8番出口じゃん。ただ3番出口に今から行くけど、8番出口そっくりって思いながらね、歩いてたよ。めっちゃ楽しかった。楽しかったです。もう本当に。あっという間すぎた。はい。8番出口そっくりだった。やっぱね、いくつかね、日本の風景の、ゲーム、日本の風景があるゲームやっといてよかった。いい予習になりました。いい予習になりました。はい。
じゃあ、レイド誰しようかな。レイドはじゃあ、一応、待って、ツイッター相互だったかなこの方。ちょっと確認しよう。確かこの人、相互だ。相互フォローしてるけど、ツイッターで相互フォローしてるけど、一度も関わったことないちょっと方にちょっとレイドしましょう。この方は、英語のVTuber 事務所の方なんですけど、日本語も喋れる方です。この方は日本語もとても上手で、今、お歌歌ってるみたいなので、皆さんで、配信見に行きましょう。じゃあ、もしかしたら明日配信するかもしれないけど、してなかったら作業をするので、スケジュールの方チェックしてください。Thank you very much for coming today. And have a magical rest of your day. And I will see you guys next week. おつのぴでした。のぴレイドって言っていいよ。のぴレイドって言ってもいいですよ。大丈夫ですよ。お疲れ様でした。またねー。